ああ、クライブ。一体どうしたら。ノースリーチが分裂してしまうかもしれない。何があったんだ？実は先日、この町にオビトの賢人が戻ってきたわ。オビトの賢人？ええ。ザンブレクの祭りごとを取り仕切る御賢人の長だった人よ。その名の通り、首都の司政を任されていたから、みんな今もオリフレム公って呼んでいるけど。その彼がどうかしたのか？オリフレム公がお触れを出したの。このノースリーチをザンブレクの新たな拠点にするって。彼は町の住民から財産を徴収。それを礎にここを軍の中枢にしようとしている。なんだって？私たちが話に行ってもまともに取り合ってもらえない。あんな無茶な要求、住民を追い出したがってるとしか。兵士たちはどうなんだ？以前青く光る魔物が現れた時はフィリップがうまくまとめてくれていただろう。オリフレム公についているよね。もともと軍の上層部を失っていた彼らが指導者に従うのは理解できる。だけどお触れに納得のいかない住民はそんな兵士たちを敵視するようになった。いくら兵士がまとまったところで住民と敵対してしまっては意味がないわ。このままじゃ壁の内側と外側のひがみ合いどころか住民と兵士の争いになってしまいそうで。そんなことが。そうだ、もしかしたらクライブの話なら聞いてくれるかもしれない。あなたは青く光る魔物を倒して兵士たちからも信頼されている。そんな相手の意見なら彼も無下にはできないはずよ。クライブ、オリフレム公と話し合ってもらえないかしら。ああ、俺でよければ力を貸そう。よかった。ありがとう、クライブ。まずはオリフレム公に会う必要があるな。彼は今どこに？訓練所にいると思うわ。分かった、行ってこよう。御賢人の一人、オリフレム公か。話ができるといいが。おい、止まれ。なんだ、マダムのところの用心棒じゃないか。今日はどうしたんだい？オリフレム公がここにいると聞いた。彼に会わせてくれないか？今は住民を通すなと言われてるけど、きっとあんたなら問題ないだろう。この前町を助けてくれた恩人だ。少し待ってくれ。そうか。先日この町を救ってくれた腕利きの傭兵とは貴様だったか。改めて礼を言うぞ。それで私に何か用でも？この町をザンブレクの新たな拠点にするそうだな。ああ、そのことかね。よその者に話すことでもないのだが、貴様も町の行く末が心配なのだろう。だが今後のことは我々に任せておけばよい。このノースリーチからザンブレクは再建されるのだ。再建だって？この町は被害も少なく軍の設備もある。まさに再建のための拠点にふさわしい。ザンブレクはオリフレムに続いて自治領をも失った。コートとしての機能は今や皆無と言ってよい。そこでこの町を新たな拠点とし、程近いノルバーン砦を要塞とする。この一帯に堅牢な城塞都市を築くつもりだ。我々がこの町を守る。話に聞く青く光る魔物とてもはや敵ではなかろう。あの魔物は危険だ。いつ襲われるかもわからない。あんたは住民の財産を徴収しようとしているそうだが、そんなことはやめて
彼らと協力して対処に当たるべきだ。民というのは誰かが導いてやらねば動けんよ。すなわち国を立て直すために優先すべきはその中枢。何よりも先に行政を整備せねば。彼らの財産はそのために使わせてもらう。何も搾取するばかりではない。国に仕えるなら給金を出すとも伝えた。それなのに私が無茶な要求をして追い出したがっていると住民を扇動する輩もいるようだが。この町は彼らのものだぞ。その通りです。ザンブレクの再建が大切なのは分かります。ですがまずは民を第一に考えるべきでは。サビーヌ、祭りごとには口を出すなと。お父様のやり方はただ彼らの反発を生んでいるだけです。国を立て直さずして何が民か。また民をないがしろに。そのような愚行、神がお望みになられると。お前に何がわかる。出直すとしよう。反発か。当の住民たちがオリフレム公のやり方をどう思っているかも気になるな。彼らの話も聞いておいた方がいいかもしれない。まずは壁の外側か。おや、何かご入り用？聞きたいことがある。オリフレム公についてあんたはどう思ってるんだ？その話かい。商人たちはみんな怖がってるよ。どうせ今度も真っ先に追い出されるのは壁の外側にいる俺たちだろうってさ。ああいったお偉方が勝手してたせいで俺たちはこんな目に遭ってるんだからな。マダムがお偉方から守ってくれるって言うんなら喜んで支援するんだけどね。町が慌ただしくなっているようだが。ええ、オリフレム公が戻ってからは不満だらけ。好き勝手しすぎなのよ。ノースリーチにはマダムがいる。オリフレムや自治領とは違うんだから。彼女を随分と信頼しているな。マダムはこの町のことを考えてくれているもの。あの人はノースリーチの長みたいなものよ。少しいいか。オリフレム公のことを聞きたくてな。まったくとんでもない話だぜ。俺たちはずっとこの町で暮らしてこれまで何とかやってきたんだ。いくら国の偉い人だからってここを好きにしていい理由にはならないだろう。俺はあんな人に従うつもりなんてないね。最後まで抵抗してやるつもりさ。こんなところか。次は壁の内側でも聞いてみよう。おい、あんた。さっきオリフレム公と何か話してたな。住民たちと協力できないか申し出ていた。彼にその気はないようだが。あんたはどうするつもりだ？もちろんオリフレム公に従うさ。ここの住民やマダムには恩義もあるけど俺にも家族がいるからさ。国や町よりもまず家族を守らなきゃいけない。そのためならたとえ誰に恨まれようとしがみついてやるよ。町で噂を耳にしたんだが、オリフレム公はここを軍の拠点にするらしいな。あんたは彼の考えに従うのか？当然そのつもりだ。俺たちはザンブレク兵。彼に従わない理由はない。それにオリフレム公のお考えは公国を再建するためのもの。住民たちには悪いが時が来たら分かってくれるだろう。一つ聞かせてくれ。オリフレム公のやり方についてどう思ってる？抵抗はあるよ。でもな、よそはどこも荒れてるそうじゃないか。みんなが救われるのが一番だけど、なかなか全部はうまくいかないもんだ。だったらオリフレム公が言うようにまずは国を立て直すべきじゃないかってね。そのために町を去れって言うならきっと仕方がないことなのさ。そういえばフィリップはどうしているだろう？近づく気配はないようだ。ここにいたのか、フィリップ。あんたは確かクライブとか言ったな。
先日は助かったぜ。俺もちょうど例の魔物の偵察から戻ってきたところさ。それで何の用だ？オリフレム公のことを聞きたい。お前も彼のやり方に従うつもりなのか？正直に言えば悩んでるよ。ザンブレクの兵士としてはあの人に従うのが真っ当なんだろうけど。フィリップ、お前は以前ここはマダムあっての町だと言っていた。ああ、今もそう思ってる。悩むくらいならその気持ちに素直になればいい。そうだな。その通りだ。決めたよ。俺は俺の信念を通す。守りたいものを守るのに形なんて関係なかった。すまないクライブ。ちょっと用事ができた。また後で会おう。さて、状況は大体つかめた。一度イサベルへ報告に戻るとしよう。クライブ、戻ったのね。オリフレム公との話はどうだったかしら？ああ、実はザンブレクの再建、この一帯を城塞都市にするだなんて。青く光る魔物の脅威もある。強固な都市を作ることには賛同するわ。だけどここの住民をないがしろにするのは話が別。再建を願えばこそ住民と協力できればより良い町にできるでしょうに。彼は国や行政があってこその民と考えている。そもそも協力関係が成り立つとは思ってないのだろう。町の様子も見てきたが、住民たちはあんたを慕う者が多いようだ。一方で兵士たちはオリフレム公に従っている。それぞれ意志は固いように見えた。やっぱり兵士だって自分たちの国を立て直せるとなればそう思うのは当然だもの。住民と兵士、町の分裂は避けられないのかしら。そうなったらなった時だ。お前、その姿は。ああ、ザンブレク軍を辞めてきた。連中ごちゃごちゃうるさいから殉職扱いにしてもらったよ。フィリップ、どうして？俺はあなたにつくと決めたんだ、夜の女王。でもそれはオリフレム公のやり方に嫌気がさしたからじゃないぜ。ノースリーチのためさ。青く光る魔物の脅威は去っていない。こうしている間にもまた現れるかもしれない。奴らが町を襲ってきたらみんなの命が危ないからな。だったらまずは町を守らないと。マダム、俺たちならできるはずだ。クライブ、あんたと話して覚悟を決めた。俺が今できることをする。もしもの時には俺も力になろう。今できること。私は町が分裂するということを恐れすぎていたのかもしれない。そうね、今は町を守りましょう。ありがとう、フィリップ。大事なことを気づかせてくれて。いいってことさ。さて、町周辺の警備を始めたいんだが、夜の帳の連中と相談しても構わないか？ええ、お願い。任せてくれ、マダム。ありがとう、クライブ。あなたやフィリップがいてくれるだけでも心強いわ。私も今できることをしながらオリフレム公との話し合いも続けてみる。何かあったら報告するわね。その時はまたよろしく、クライブ。ああ、いつでも言ってくれ。これは閣下。
不死鳥教団にご用向きでしょうか？確かお前たちはアルテマの調査をしているんだったな。何か分かったことは？いえ、お伝えするほどのことは。そうか。アルテマは我々の歴史に深く関与していると推察されます。そのため各地の伝承から遺跡まで多岐にわたって調査しているのですが、なかなか。空の文明の遺跡まで調べているのか？ええ。フェニックスゲートをはじめとしてアルテマの痕跡は遺跡にも見られます。我々にとっても重要な調査対象なのです。なるほど。閣下も興味がおありの様子。よろしければ少々お力添えをいただけるでしょうか？言ってみろ。現在クジェトフという村を調査しています。空の文明の遺跡を礎に作られた村で我らの一翼を派遣しているのです。間もなく報告書がまとめ上がる頃合い、お急ぎでなければその調査報告書を回収していただければと。いいだろう。感謝いたします、閣下。調査を進めているクジェトフはこのタボールから道なりタイタンの通り道を進めばじきにたどり着けましょう。分かった。どうかお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。これは。あの異物の仕業。生き残りはいないのか？こいつが親玉か。すぐに片付ける。とどめだ。終わったようだな。教団の者たちか。旅の方、助かりました。お前たちは。おや、そのブローチは幽筆様の。失礼いたしました。クライブ閣下でございましたか。動く異物が現れ調査が滞っていたのです。ですがあなた様のおかげで無事に完遂できました。無事にだと？仲間が何人も死んでいるというのに調査を続けていたとは。なぜ止めなかった？我々の使命はアルテマについての調査。故にそちらを優先したまでのこと。死んだ者たちはそれで納得するとでも？ええ、彼らもまた最後まで使命を全うしたのですから。閣下、ここに参られたということはご用件があったのでは？ああ、シリルに頼まれて調査報告書の回収に。でしたら幽筆様にはこちらをお渡しいただけますと。我々の使命は全て大義のため。不死鳥の炎の絶えんことを。命を犠牲にしてでも使命を全うする。それが大義だと。ともかくタボールへ戻ろう。閣下、お戻りになられたようで。ああ、教団員から調査報告書を預かった。渡しておこう。深謝いたします。
アルテマの痕跡を得ることができればよいのですが。クジェトフでは教団員の一部が犠牲になった。仲間が襲われている間も他の者は調査を優先したそうだ。お前がそう命じたのか？いえ、彼ら自身が選択したこと。大義のためならば命を落とすことも厭わない。教団員は皆それを受け入れております。その考えを改めることは？これは我が不死鳥教団に古くより伝わる信条であり、教理、閣下、あなた様が何を命じられたとしても決して覆せるものではございません。宗主の命を果たすことこそ我らが使命、そして不死鳥教団のあるべき理由なのですから。教団のあり方に口出しできないことは分かった。だが一つだけ聞いてくれ。俺は人命を犠牲にしてまで主命を優先すべきだとは思わない。調査するにしても護衛をつけるなどやりようはあるだろう。ジョシアがいかなる世界を目指しお前たちに命を下したのか、それを今一度考えることだ。閣下の助言しかと承りました。我々は今生の宗主ジョシュア様を信仰しております。我ら赤翼のとはたった一人の主に従いその命を全うする。ご理解ください。あなた様がナイトとしてその席を全うするのと同じことだと。そうか。では閣下、どうぞ大義を見失われませんよう。よう、クライブじゃないか。ルボル、あれから住民たちの様子はどうだ？うまくいっているのか？なあ、おかげさまで。コンラート率いる自警団とナターリエが束ねる支援団、急ごしらいの割には野党の襲撃にも対処できてる。ほんと、あんたらに一芝居打たせた甲斐があったぜ。おじちゃん聞いて、ルボルったらすごいんだよ。みんなを仲直りさせたからダリミルの市長に選ばれるかもしれないの。候補の一人として俺の名が上がってるってだけさ。でももし市長になれたらもっと多くの孤児を救えるかもしれないな。そうだ、クライブ、あんたに頼みたいことがあってよ。どうかしたのか？実は支援団が確保してる食料や物資のことを野党どもが嗅ぎつけたみたいだ。そいつを奪うためにバラバラだった連中が手を組み始めた。まるで野党連合さ。奴ら日に日に大きくなってやがる。悪い奴らがどんだけやってきても町のみんなで倒すのに。そうだよね、ルボル。まあな、しばらく平気だろう。だがいずれは手に負えなくなるかもしれない。そうなったら多勢に無勢。自警団と支援団が協力したって数で負けちまう。だから今のうちに一つずつ潰すことにしたんだ。そこであんたにも野党の討伐を頼みたくてな。もちろんちゃんと礼はするぜ。引き受けてくれるか？いいだろう。助かるぜクライブ。あんたなら楽勝で片付けられるだろう。野党どもの居場所はビクトルが詳しい。砂漠門あたりにいるだろうから話を聞いてもらえるか？ああ、分かった。ダリミルの首長って何する人なの？王様みたい。野党連合か。ビクトルに話を聞いてみよう。ビクトル、まだこの町にいたんだな。おお、シドじゃないか。
もうコストニセ難民街に戻ったのかと。ちゃんと戻ってるぜ。ただ最近はこの町にいることが増えてな。野党討伐を手伝ってるうちにこの町に愛着が湧いてきちまった。それにルボルや自警団の奴らにも頼りにされてるしよ。ほっとくわけにもいかないだろ。そういうことか。それで今日は何の用だ？ルボルに野党の討伐を手伝うよう頼まれてな。あんたから話を聞くよう言われたんだ。おお、そうか。ちょうど自警団の連中と段取りを決めるところだった。町の周囲に野党どもがたむろってやがる。連中が野党連合に合流する前に撃退しようと思うんだが、あんたが力を貸してくれるなら心強い。俺はどこに向かえばいい？そうだな。ではベルクロイ川の岸にいる奴らを頼めるか？分かった。すぐに片付けよう。ビクトルが言ってたのは奴らか。一気に片付ける。おい、お前ら！あいつダリミルの傭兵じゃねえか！させろ！片付いたな。シド、無事か？おお、野党ども撃退してくれたようだな。ああ。だがどうしてあんたもここに？ちっとばかりまずいことが起きた。急いで町に戻ってほしい。何があった？町の奴らが大騒ぎしてる。ルボルがベアラーだったって。どういうことだ？ああ、自警団が野党を撃ち漏らして何人か町に入り込まれちまったんだ。その時ルボルのところの子供たちが襲われたんだが、ルボルが魔法を使って助けたんだよ。クリスタルを持たずに。クリスタルなしで魔法を？そんなことベアラーじゃなければありえない。みんな驚いたさ。あいつはこれまで人として暮らしてきた。俺だってそう思ってた。だからあいつにそのつもりはなくてもみんなを騙してたと思われても仕方ない。確かにな。この先何が起きるかわからん。ひとまずあんたもルボルのところへ来てくれ。ああ、分かった。まったくやっちまったよ。とっさに魔法を使ったらまさかクリスタルを忘れてたなんて。いつかはこうなると思ってたけどさ。ごめんなさい。俺たちが逃げ遅れたせいでごめんなさい。気にするな。バレるのが少し早まっただけだ。二人が無事ならそれでいい。見ろよ、ベアラー野郎だぜ。あいつ俺たちを騙してたんだな。いずれにせよこのままにしておくのはまずい。とにかく住民たちを落ち着かせないと。こんな状態でまた野党に襲われでもしたら守れるものも守りきれんぞ。急いだ方が良さそうだな。ああ、二人で説得して回ろう。俺は住民たちに片っ端から話してくる。シド、あんたは酒場へ行ってくれ。自警団のコンラートと支援団のナターリエを頼めるか。ルボルと親しい俺が行けばかばい立てしてると思われかねん。だがよその証人だと思われてるあんたなら少しは信用してもらえるだろう。やるだけやってみよう。ルボル、今は下手に動かない方がいい。子供たちと一緒にここで待っていてくれ。わかった。すまねえな。やけにベアラーの肩を持つんだな。うちの店の前で騒ぎを。奴にまんまと騙されてたのか。今までベアラーに従ってたなんて。取り込み中のようだが少しいいか？なんだ？どこかで見た顔だが。
確かファイアビュート商人団のアンダーヒラさんだったわね。ああ、ルボルのことで話がある。知ってるわ。ベアラーだったんでしょ。奴に騙されてたなんてな。危うく市長に押すところだった。ルボルはこれまで町のために働いてきたと聞いている。ダリミルがうまくやってこれたのは彼がいたからじゃないのか。どうせ人のふりをしてでかい面したかっただけだ。私たちはベアラーに従ってたのよ。許されることじゃないわ。人だろうがベアラーだろうがルボルがやったことは変わらないだろう。あんたと奴がどんな関係かは知らんが、これは俺たちダリミルの問題なんだ。口を出さないでくれるか。ダメだな。住民たちはどいつもこいつも話すら聞いちゃくれない。こっちも同じだ。まともに取り合ってくれそうもない。今は何を話しても無駄か。仕方ない。ひとまずルボルに状況を伝えよう。そうだな。クライブ、町のみんなはどうだった？ああ、それなんだが。やっぱり誰も聞いちゃくれないか。時間を置いて冷静になればきっと分かってくれる。なんとかして住民たちを落ち着かせよう。もういいさ。そこまで必死になることじゃない。ルボル。俺のお師匠が口癖のように言ってた。武器は嘘をつかない。お前が撃った武器はお前の鏡だ。自分に嘘をつくな。自分を信じろってことだ。お師匠も自分が撃った武器で殺されたくせによく言うよって笑っちまうけど、それでも自分を信じてる人だったから最後の瞬間は後悔してないように思う。だから俺も俺自身がいいと思ったことをする。いっそこの状況を利用しちまおう。ここで俺が悪者になればダリミルはさらに結束が強くなる。そうなれば野党連合が襲ってきたってきっと負けやしない。俺は頃合いを見てダリミルを去るよ。嫌だよ。ルボルがいなくなっちゃうなんて。ルボルはずっとダリミルにいてくれるよね。俺がここにいちゃお前らにとっても良くない。それくらいはわかるだろ。バカなことを言うな。子供たちにお前が必要だろう。とにかく今は状況が変わるまで待つんだ。もういいんだおっさん。ああ、そうかい。お前にとってはこの町も子供たちもその程度だったんだな。なんだかバカらしくなってきたぜ。俺は何のためにお前たちのことを。ビクトル。もういい。好きにしろ。ルボル、このままでいいのか？仕方ないさ。他に策もないんだ。そうだ、野党退治は助かったぜ。ちゃんと礼は出しておくよ。さてと、旅支度を始めるとするか。何かあったらすぐに知らせをくれ。ありがとな、クライブ。さて、そろそろダルメキア軍とのベアラー買い取りの交渉も終わる頃だ。うまくいっているといいが。取引が成立したらすぐにでも動かないといけない。こっちも支度を進めているが、今回の輸送はかなり規模がでかいからな。クライブ、あんたも力を貸してくれないか？
もちろんだ。助かるよ、クライブ。俺はこれから改めてベアラーたちの移送経路を確認する。あんたは姉貴に取引の状況を聞いてきてくれるか？ああ、わかった。それじゃ頼んだぜ。今回は相手が悪かったんだ。諦めるしかないね。そう。気を落とさないで、エル。何か問題でも？ええ。今仲間から報告があってね。ダルメキア軍との交渉は失敗に終わったって。ベアラーたちは銀霊商団が買い取ることに決まったそうよ。私たちが提示していた額も決して安いものではなかった。でも彼らはその倍の額を提示したらしくて、こんな状況だから軍も金が必要なのはわかるけど。最後に覆されたか。悔しいわ。あと少しだったのに。どうしたんだ、クライブ。随分と話し込んでいるようだが。テオドール、実はね。この話は俺たちで進めてた話だろ。なんで銀霊商団が割り込んできたんだ？どこかで耳に入ったんでしょう。大掛かりな取引だったもの。とにかくこのままにはしておけない。今から銀霊商団に直接掛け合ってくる。クライブ、立ち会ってくれないかしら。構わないが。ありがとう。いつも助かる。ランデラ関所の近くに彼らを呼んでおくわ。現地で落ち合いましょう。テオ、あんたはカシロクで受け入れの支度を進めておいて。仮にこの取引が失敗しても今後のベアラー保護で役に立つから。また魔物が出ないかしっかり確認しておくのよ。おい、姉貴！この先のことなんて後で考えりゃ。もしかして姉貴は銀霊商団の誘いを断るつもりなんじゃ。それならそれでまた一緒に運び屋を続けられるから俺としては嬉しいけど。でも姉貴が呪縛に囚われてるままだとしたらいずれは何とかしてやりたいし。テオドール。やめ考え事は一旦後回しだ。姉貴がああ言ったんならこっちも腹をくくらないと。それじゃあ早速今後に向けての支度をしておくか。俺は仲間と一緒にカシロクに行って整備を進めるよ。クライブ、すまないが姉貴のこと頼む。よく無茶しちまうからしっかり見ておいてやってくれ。ああ、わかった。エルイーズ、待たせたな。銀霊商団の連中は？来たわ。わざわざ呼び出して何の用だね、エルイーズ。とぼけないで。ベアラー買い取りのことよ。あの取引は私たちと軍の間で行われていた。それを横から奪うなんて。何を言うかと思えば、あれはもともと我々が目をつけていたもの。お前の商団入りを祝おうと運び屋の最後の仕事に花を持たせてやるつもりだったが、入団しないのならその必要もなくなった。考える時間が欲しかっただけ。約束を保護にしたわけじゃない。ねえ、あなたたちからベアラを買い取らせてもらうことはできないの？それは無理な話だ。あれからすぐに買い手が見つかり、ベアラーたちは顧客の手に渡ったからな。すでに我々の持ち物ではない。
その顧客というのは？外大陸の商人だよ。バリスゼアと外大陸では文化が違うようでね。ベアラーの輸送中も食事を欠かさず、身なりも整えるよう指示を受けている。まったく面倒なことさ。それは本当なの？ああ、本当だと思う。嘘をつく理由もないだろう。ベアラーたちも外大陸に変われる方がマシな暮らしができるかもしれんな。分かったわ。そこまで動いてるなら今回の件は諦める。でも入団の話もなかったことにさせて。そうか、残念だよ。残念だったな。今回の失敗は私自身が招いたことだわ。みんなには黙ってたけど、ベアラーの状況を先に掴んでいたのは実は銀霊商団の方だったのよ。彼らは混乱に乗じて軍の内部に潜り込んでる。そこで知ったみたい。ちょうどその頃入団を誘われてた私は誘いに乗るふりをして近づいた。そして先に軍に交渉を持ちかけたの。そうだったのか。商談には気づかれてたみたいね。私が本当は入団する気がなかったことも、脇を固めきれなかった私の失敗、もっとうまくやれていたはずなのに。エルイーズ、ベアラーたちが不自由なく暮らせるなら私たちが無理をして保護する必要はない。分かってはいるけど、私の手で自由にしてあげたかった。エルイズ、大変だ。カシロクの仲間から知らせがあった。村の奥に凶暴なドラゴンが出たらしい。テオが応戦してるそうだが、早く助けに行かねえと。なんてこと。エルイーズ、俺が行く。クライブ、手をお願い。なんだか嫌な予感がする。私たちもすぐに向かうから。テオドール、急ごう。よし、ここまでだな。テオドールは村の奥だ。あっちにはエーテルダモリも出てるってのに、テオドールのやつまだ戻ってこねえ。頼む、早く助けてやってくれ。すぐに向かう。テオドールどこだ。エーテルが来い。これでは魔物もアカシアに。早くテオドールを見つけないと。こいつはドラゴンがアカシアに。まずはこいつを倒さないと。クライブ、テオドール、よく無事で。その姿は。俺はベアラーだから少しくらいいけると思ったけど、エーテルだまりに長くとどまりすぎちまった。さっきのドラゴンが思いのほか強くてよ。でもさすがシロだ。あのデカブツを倒した。これでみんなの村に。テオドール。
お前までアカシアになるぞ。姉貴。何お前。クライブ姉貴を頼む。おい、やめろ。ありがとう、エル。ありがとう、クライブ。少し落ち着いたわ。あいつは勇敢だった。ドラゴンを相手に最後まで。テオドールはきっとあんたのために戦い抜いたんだろう。私のために。私はあの子の思いを無駄にしてしまった。テオドールの思いか。あいつはあんたに商人になってもらいたかったようだ。そう。私が商人を諦めたことをずっと気にかけて。エルイズ、聞かせてくれないか、あんたたちのことを。私たちはカンベルの正家の子として生まれたの。それなりに名高い家だった。両親は私に商人としての気質があると見込んで、あらゆる教育を受けさせた。でもテオは違ったわ。テオが15の時、ベアラーだったことが分かったから、両親はテオを憎んで役所に突き出そうと。だから私はあの子を連れて家を出た。それからずっとベアラーの保護を続けているそうだな。テオドールが心配していた。自分を助けたことでそれに縛られているんじゃないかと。だからその呪縛から解放してやりたいと。正直に言えば何度か考えたこともある。あの時テオを助けずに商人の道を選んでいたら、私はどんな人生を歩んだんだろうって。それでも後悔はしていない。弟と一緒に暮らせたことが何よりも幸せだった。テオの笑顔を見るたびに助けてよかったって本心から思えてたの。でもテオはずっと負い目に感じてたのね。私の方こそあの子の呪縛になっていたのかもしれない。テオドールはこうも言っていた。姉貴に助けられてからずっと幸せだった。これからは自分の人生を生きてほしいとな。あんたたち兄弟は呪縛になってなんかいない。互いに自分の人生を歩み、互いに思い合っていた。きっとそれだけだ。ずっとずっと二人で生きていきたかった。テオといるだけで私は良かったのに。テオドール
このまま運び屋を続けるわ。きっとテオも分かってくれる。私は運び屋という仕事を通じて人を救うことに心から喜びを感じてた。だからこれからもそれを続けていく。いろんなものを運んで多くの人を助けて、たくさんのベアラーを保護していく。私が何かを運ぶことで人々を笑顔でいっぱいにしたい。あの日のテオのような笑顔に。それが私の生き方。これまでもこれからも。そうか。俺もあんたに協力する。これからもずっとな。ありがとうクライブ。私と今は亡き我が弟から心より感謝を。アカシア多くと来て、今度は何だ。おい、何があったんだ。アカシアになった仲間に襲われて、このざまさ。それだけじゃない。オーク族のやつらウォールード軍の傘下にいたはずなのに、まるで誰かに操られてるみてえに急に手のひらを返しやがって。まさかオーク族もアルテマに。仲間はみんな死んだ。俺たちの王も消えた。ウォールードはもうおしまいさ。俺は王のために国に尽くしてきたんだ。なのにあの方は俺たちを捨てた。畜生め。何が王だ、何が神だ。くだらねえ。あんたベアラーだよな。この状況で生きてるってことはそうなんだろう。情けをかけると思って俺の願いを聞いてくれないか。この指輪をある場所に埋めてほしい。分かった、なんとかしよう。よかった、ありがとうよ。城壁を越えて王都へ向かう道中に帰らずの森ってところがある。そこに死んだ親父とおふくろの墓が、二人の指輪も眠ってるんだ。その墓に俺の指輪を埋めてくれ。せめて最後は家族と一緒に。言ったか。あの兵士が言ってたのはこの墓のようだ。お前の願い通り指輪を埋めた。家族と一緒に安らかに眠れ。
ちょうどよかった。なんだ、また何か分解でもしたのか？もう違うってば。ミド先生のことで相談があるの。先生、少し前から様子が変で。なんだかずっと考え事してて、僕たちと話してても上の空？上の空。そう、上の空なんだ。少し前というのはいつのことだ？ほら、ミド先生の大事な船でシドを助けた時。ドレイクスパインから戻った時か。エンタープライズにも被害が出たようだからな。大事な船壊れちゃったの？だからミド先生は元気がないの？ミド先生にはいつもみたいに面白いものを作って笑っててほしい。ねえシド、先生のところに行ってきてよ。ミド先生を元気にしてあげて。分かった、俺が行くとしよう。少し話をしてみるよ。本当にありがとうシド。ミド先生はきっと工房にいるよ。あそこはミドのダンジョンだよ。ああ、待っていてくれ。ミド、少し話が。なるほど、こうすればよかったのか。だとしたらミスリル機関を改良すれば。もしかしてお前、隠れ家に戻ってからずっと船の改良のことを？当たり前だろ。今考えなくてどうすんの。まったく、子供たちが心配していたぞ。お前が落ち込んでるんじゃないかって。そこまで没頭するのは相当のことだろう。俺にも教えてくれないか？エンタープライズはこれまでにない高速船だ。だけど所詮は船、速度には限度がある。もし飛空艇みたいに飛べたなら、ドレイクスパインでももっと早くクライブの元に駆けつけられたはずだろう。今は船を飛ばす魔法なんてないし、大昔の連中に負けたみたいで、なんだか悔しくてさ。でもこの設計がうまくいけばエンタープライズが化けるかもしれない。幼い時からぼんやりと思ってたけど、そろそろ真面目に取り組んでみるよ。まずは実験からだな。俺に何かできることは？さすがクライブ、持つべきものは頼れる頭だ。だったら一緒に実験用の模型を作ってくれる？私が設計をしている間に材料を集めてきて。そうだね、材料の一つは組み立て用の潤滑油。以前オールドヒルで使ってたような造船用のものがいい。もう一つは模型の基柱に使う軽くて丈夫な魔物の骨なんだけど、こっちは当てがないな。それなら石の剣の連中に聞いてみよう。彼らはよく獣や魔物と戦っているからな。そうしてくれると助かる。それじゃあクライブ、材料集めは頼んだよ。よし、まずはサロンへ行って石の剣の誰かに聞いてみるか。おや、シド、我々に何かご用で？ああ、力を貸してほしい。ミドの頼みで軽くて丈夫な魔物の骨を探している。心当たりがあれば教えてくれ。そうですね、骨というわけではないですが、デザートアダマンタスの甲羅なんていかがでしょう。甲羅は骨の一部ですし、何より軽くて丈夫。加工次第で十分にお役に立てるかと。なるほど、それなら要件を満たしてるか。デザートアダマンタスといったな。生息地はどこだ？コラバ牧地のウルドビツハイソン付近で目撃されています。ただかなり手強い魔物ですから、少々苦労するかもしれません。分かった、心に留めておく。ありがとう。いつがそうか。よし、手に入った。これがデザートアダマンタスの甲羅か。
ミドが言っていたのはこれか。辺りをもう少し探してみよう。これで全て揃った。ミドのところへ戻ろう。ミド、頼まれていた材料を持ってきたぞ。これだ。ありがとうクライブ。それで飛空艇の模型は作れそうか？実は設計していて部品が一つ足りないことに気づいてさ。今度は何だ？小さな歯車がいるんだよ。えらく細かい作りのやつが。ブラックスオンじいちゃんに特注で作ってもらってたのにどっかになくしちゃったみたいだ。歯車？そういえばシャーリーの天秤を直した時に使い道のない歯車があったような。ミド、歯車には心当たりがある。子供たちが持っているかもしれない。おちびたちが持ってるの？捨ててないことを祈るしかないな。私は模型作りを進めとくからそっちは頼んだぞクライブ。シド、先生の様子はどうだった？大丈夫。いつものミドだったよ。今はもう新しい発明をしている。本当に？よかった。新しい発明だなんて、やっぱりミド先生はすごいね。僕たちも何かの役に立てるかな？ああ、そのつもりでやってきた。お前たちに歯車を探してもらいたい。前に天秤を戻した時、歯車が余ったのを思い出してな。あれはどこへやった？それならジョスランがガラクタ袋にしまってた。うん、ちょっと待ってて。すぐに取ってくる。あれから僕たちシドに教えてもらった通りにいろんな道具のことを勉強してるんだよ。いつかミド先生の発明が手伝えるようにってみんなで頑張ってるんだ。そうか。立派な貴公子になる日も近そうだ。ねえシド、歯車があったよ。僕たち役に立てた？もちろんだとも。ミドにはきちんと伝えておくよ。うん、よろしくねシド。クライブ、歯車は見つかった？ああ、子供たちが大事に取っておいてくれた。それで合ってるか？よかった、これだよ。でかしたぞおちびたち。結局そいつは何に使うんだ？エンタープライズが化けるための肝さ。こいつを基軸にして全ての羽を動かすんだ。さて組むぞ。よし、できた。うまくいってくれ。やっぱ飛ばない。何？飛ばす気だったのか？ミスリル機関の応用さ。推進力の見直しか。なかなか設計通りってわけにはいかないね。飛空艇を作るのが夢でさ。ミスリル機関はその夢の鍵なんだよ。でもそれと同時に災いの鍵でもある。これが公になれば必ず戦に使われちまう。そうなれば戦で親を亡くす子がたくさん生まれるんだ。私みたいに。ミド。だからずっと迷ってる。戦いが終わった時、ミスリル機関を残すかどうか。
そうだな。エンタープライズはすごい速さで海上を滑るように走るだろう。それが空を飛んでみろ。ほら、想像するだけで胸が高鳴る。父さんは私に教えてくれた。夢がなきゃ人は生きていけないって。そうだね。悪いことばかりじゃないか。きっとそうだよ。ミスリル機関は誰かの夢になって幸せを運ぶかもしれない。決めた。全部終わったらミスリル機関をゼメキスの大穴に沈めることにする。やっぱり災いの鍵は残しておいちゃいけないものだから。ミド、それでいいのか？ああ、もちろん。だってこの世界にあっていいのは夢の鍵だけ。ねえクライブ、宝探しは好きかい？ああ、ジョシアと子供の頃よくやったが。私、宝の地図を残すよ。お人よしにしか解けないような謎をかけて。あんたみたいなやつならきっとミスリル機関を夢のためだけに使ってくれるだろう。こんなワクワクは久しぶりだ。謎解きに苦しむ奴らを眺めるためにも早く神様ぶっ飛ばさないと。そうだろクライブ。任せろ。みんながワクワクして宝探しできるようにもっとミスリル機関を強化しなきゃ。それこそ沈める前に飛んじゃうくらいにね。だからさクライブ、希望にすがるこんな世界じゃない、小さくても夢を持てる世界を作ってくれよ。私も協力するからさ。ああ、分かってる。シド、お願いがあるのですが。なんだ、言ってみろ。はい、先日救助されたベアラーの一人が石の剣への入隊を志願しているのですが、入隊前に適正試験を課すことになっており、その審査をやっていただけないかと。審査？どうして俺に？その志願者が石膏になりたいと申し出ているのです。しかし石の剣には石膏体と呼べるものはなく、隊員が各々に活動している状態。経験のある隊員たちに審査してもらおうと思いましたが、あいにく出払っていまして、外に出ることの多いシドなら第三者の視点でご判断いただけるのではと。なるほどな。どうか適正試験の審査をお願いできないでしょうか。引き受けよう。ありがとうございます。入隊志願者はノースリーチ付近に待機させています。後ほど私も向かいますので現地で合流しましょう。ああ、分かった。それではよろしくお願いします。入隊志願者がいるのはこの辺りだと思うが。緊張するな。シド、お待ちしておりました。こちらが入隊志願者のエンバーです。エンバーと申します。今回の適正試験は俺が見ることになった。よろしく頼む。こちらこそよろしくお願いします。シドに審査していただけるなんて光栄です。石膏は危険を伴う仕事だ。なぜ志願を？ガブさんに憧れているからです。ガブに？あの人は命の恩人ですから。ガブさんは昔今にものたれ死にしそうだった俺を助けてくれました。それも
任務を着実に遂行しながらですよ。あの時のガブさんの素早い判断や行動がすごくかっこよくって。あいつが聞いたら喜ぶだろう。憧れは時として自分を奮い立たせる武器となる。今の気持ちを忘れるな。はい、ありがとうございます。それではエンバー、適正試験の内容を説明する。この先にあるザンブレック軍の東部監視塔から東部警備配置所を入手せよ。以上だ。わかりました。他に指示はないのですか？石膏というものは目的を果たすためその場で臨機応変に対応するものだ。お前自身の判断で適宜行動しろ。つまりそれを見るのが今回の試験ということになる。ガブはいかなる状況でも適切な対処ができる。石膏としての適性を見極めさせてもらうぞ。なるほど、わかりました。それでは行ってまいります。ではシド、審査のほどよろしくお願いします。任せておけ。さて、エンバーを追うとしよう。魔物の死骸か。腕はあるようだな。この声は。魔物か。エンバー、剣を抜け。どうすれば。くそ、下がってろ。はい。すぐに片付けてやる。エンバー、大丈夫か。どこにもいない。まさか逃げたのか。仕方ない。一旦ノースリーチへ戻ろう。お帰りなさい、シド。エンバーの様子はいかがでしたか？ああ。エンバーは監視塔までたどり着いたものの、そこで魔物に襲われていた。道中の敵は処理できていたようだが、大物は手に負えなかったようだ。俺が片付けはしたが、その間に奴の姿が見えなくなってな。そんなことが。もしかすると逃げ帰ってしまったのかも。シド、やりましたよ。無事に東部警備配置所を手に入れました。これで任務成功ですよね。お前、まさかシドが魔物を退治している間に監視塔を調べていたのか？ダメだったんですか？だって配置所の入手が目的だったから。なるほど、案外肝が据わったやつだ。ですがシド、お前の言いたいこともわかる。エンバーの評価は隠れ家に戻ってからにしよう。はい、わかりました。ではまた後ほど。エンバー、行くぞ。はい。さて、どう評価したものか。シド、戻られましたね。お疲れ様です、シド。ようクライブ、適正試験の審査ご苦労だったな。石の剣をまとめる立場としてもぜひお前の意見を聞いておきたい。早速こいつの評価を聞かせてもらえるか。エンバーの評価はそうだな。大物の魔物に対して一人では切り抜けることができなかった。残念ながら単独任務が主になる石膏は厳しいだろう。的確な評価をいただきありがとうございます。確かに目的は達成できましたが、あくまでシドという頼れる後ろ盾がいたからこそ。シドのおっしゃる通り、石の剣で任務を任せるにはまだまだ力不足です。だがエンバーにはそれを上回る行動力がある。やる気にも満ちている。
お前が不安なのもわかるが、最初は誰でも同じ。まずは見習いから始めるのはどうだ。戦闘能力に欠けるならある程度は訓練で補えるからな。クライブが見たのはそれ以上の適性なんだろう。今回は見習いとして入隊させ、お前たちが徹底的に鍛え上げる。それでどうだ。なるほど、そうですね。わかりました。俺頑張ります。いつかガブさんのような石膏になれるように。早速訓練場で鍛え直してきますね。元気だ。ああいうやつは嫌いじゃないが。しかし石膏か。この組織もでかくなって各地の情勢も変わりつつある。そろそろ石の剣にも石膏体を作る頃合いなのかもしれんな。ああ、それがいい。それにしてもガブのやつやけに慕われてるじゃねえか。あいつが耳にすると調子に乗りそうだ。黙っとくとしよう。それじゃ俺も仕事に戻るよ。シド、この度の適正試験、いろいろとご迷惑をおかけしました。どうということはないさ。ベアラーの保護や各地の偵察にはお前たち石の剣の力が必要不可欠だ。これからも頑張ってくれ。はい、ありがとうございます、シド。シド、ご相談が。どうした？私の主人だった先の奴隷商人から荷が届いたのです。実習をする直前に出したものでしょう。中にはウォールード王国におけるベアラー兵の管理記録が入っていました。なぜそんなものを？私への罪滅ぼしなのかもしれませんね。次の仕事先だったみたいですから。記録によればバルムンク監獄という場所に主を失ったベアラーが囚われたようです。本来ならそこでベアラー兵として教育されるはずが、監獄が破棄されたことで今も取り残されていると。奴隷商人は彼らをさらい密売するつもりだったのか。もしベアラーたちがまだ生き残っているなら、私たちの手で保護したく思います。ですが危険なウォールード領に他の隊員を向かわせるわけにもいきません。そこでシド、あなたの力をお借りしたいのです。バルムンク監獄の調査にご同行いただけないでしょうか。協力しよありがとうございます、シド。だがウォールードはあの状況だ。調査をするのはいいが、ベアラーたちは残ってないかもしれない。シド、実は記録の中に知った名を見つけたのです。かつての仲間でチャドウィックと言います。ベアラー兵としても優秀な男でした。もっとも本人かどうかの確証はありませんが。仲間に加えたいか？生きているならば。分かった。とにかく現地へ行ってみよう。バルムンク監獄は灰の大陸中部レーベンウィット城塞に隣接しているようです。私は先へ向かい周囲の状況を確認します。監獄の前で落ち合いましょう。ああ、無理はするなよ。バルムンク監獄に行かなければ。確かレーベンウィット城塞に隣接しているんだったな。ドリス、無事か？待たせたな。いえ、問題ありません。少し辺りを調べてみたのですが、多くのアカシアが徘徊しているようです。この状況、囚われたベアラーたちはもう望みを捨てるには早い。まずは調査してからだ。二人で手分けしよう。俺は1階を調べてみる。では私は2階を。また後ほど合流しましょう。誰か生存者がいればいいが、確かにこの状況では。とにかくまずは手がかりを探すか。
それらしいものはないか一回を調べよう。鍵がかかっているな。この監獄は軍用魔獣の管理もしていたのか。まだ潜んでいるかもしれない。注意して進もう。軍用魔獣の訓練だと。しかもベアラーをおとりに。ここに彼らを収容していたのもそのためか。ベアラーを魔獣の餌に。命を何だと思ってるんだ。手がかりらしいものはないか。生存者も見つからない。一旦ドリスと合流しよう。ドリス、1階には手がかりも生存者もなしだ。そっちはどうだった？ええ、こちらも同様です。見つかるのは監獄に関する文書だけで、ここは単なる監獄ではなかったのですね。まさか軍用魔獣の訓練にベアラーをあてがっていたとは。魔獣には人の何倍もの極を誇るとの記述がありました。そんな相手にかなうはずもない。囚われたベアラーの中には幼い子供から老人までいたようです。おそらく兵として使えないものもここで処分していたのでしょう。ああ、ベアラーを魔獣の餌にすることでな。そんな、なんということを。他には何かなかったか？鍵を一つ見つけました。2階では使えそうなところはありませんでしたが。だとしたら1階の鍵なのかもしれない。まだ入っていない場所があったはずだ。俺が調べてこよう。ドリスも後から来てくれ。承知しました。この扉の鍵だったのか。この声はまさか。誰？生き残りがいたか。ここに残っているのは君だけかい？兵隊さんはみんな化け物になっちゃった。他の人もあいつに食べられて。あいつ、軍用魔獣のことだな。シド、その子は。隠れ家で保護する。ドリス、頼めるか？はい。怖かったでしょう。でももう安心よ。ねえ、チャドウィックは？え？あのね、チャドウィックがあいつから逃がしてくれたの。それでね、あいつをやっつけてみんなを守るって。お姉ちゃんたちのこともチャドウィックが守ってくれたんでしょ？それは。今のは。またあいつが来たんだ。チャドウィック、助けて。まさか軍用魔獣。それにしてもこの方向は。俺に任せろ。お前はその子を守れ。わかりました。シド、どうかお気をつけて。
あれが軍用魔獣。奴を始末しなければどこかから中に入れないか。ベアラーたちを来い、終わりにしてやる。最後だ。やったか。シド、お怪我はありませんか？ああ、大丈夫だ。これはなぜ書物が。ドリス、見覚えがあるのか？ええ、間違いありません。かつて私がチャドウィックに送ったものです。そうか、彼はこの魔獣と戦っていた。あの子を守るため最後まで戦ったんだろう。チャドウィック。もう他に生き残りはいないようだ。あの子を連れて帰ろう。わかりました。チャドウィック、今度は私が守るから。ずっとあの子の面倒を見ていたのか？はい、一人にしておくのが心配で。ですがあの子、ハイデマリーも少し元気になったようです。救うことができて本当によかった。そうだな。だがチャドウィックのことは残念だった。いえ、シドが軍用魔獣を倒してくれたおかげで彼の最後を知ることができましたから。最後まで弱き者を守る。私の記憶にあるチャドウィックとどこも変わっていなかった。勇敢な男だったんだな。少し聞かせてくれないか、彼のことを。はい。かつて私とチャドウィックはあの奴隷商人の下で使われていたのです。私たちはフェアラーの身でありながら教育を受けました。全ては彼女の使いやすい道具になるために。ですが様々なことを学ぶにつれてこの世界に疑問を抱くようになったのです。そして私たちは逃げ出しました。自由を求めて。あの後彼と再会することはありませんでしたが、思いは変わらず私と同じだったようですね。彼もまた自由のために戦い、間違いなく人として死んだ。ええ、ハイデマリーはその証でもある。だから今度は私が守っていきます。石の剣の名にかけて、彼が最後まで戦ったように私も最後まで戦い続けます。頼りにしている。シド、今お話をしても？ああ、構わない。私はヘルマンと言います。先日石の剣に入隊したものです。どうか私に灰の大陸への渡航を認めていただけないでしょうか？灰の大陸は危険だ。石の剣といえど隊長以外に渡航許可は出せないはず。なぜあの地へ？実は
手に入れたいものがあるんです。私はかつてウォールード王国にあるバートバッハ孤児院にいました。しかし孤児院というのは建前。あそこはベアラーの子供たちを兵士として鍛える養成所だったんです。痛みに耐える折檻や感情をなくすための訓練、兵士となる前に大勢の子供たちが命を落としました。そうだったのか。死んでいった尊い仲間たち。私は彼らがこの世界に生きていたこと、一人一人の名を覚えておきたいのです。そのためには孤児院のどこかにあるはずのベアラーたちの名簿がどうしても必要で、シド、お願いです。私を灰の大陸へ行かせてもらえませんか？理由は分かった。だが石の剣の規則はオットーが定めたものだ。この場で渡航許可の例外を認めるつもりはない。そうですか。やはり無理ですよね。代わりに俺が行くことならできる。ベアラーたちの名簿を探してみよう。本当ですか？ああ、任せておけ。ありがとうございます、シド。バートバッハ孤児院と言ったな。それはどこにある？はい、ビザールグレス平原の丘の上にひっそりと立っています。そうか。では待っていろ。どうかお気をつけて。ここが孤児院。名簿が見つかればいいが。処分か。こんなものは訓練じゃない。ヘルマンの言ってた通り劣悪な環境だったようだ。だが名簿はここの院長が書いたものか。記録というのが気になるな。白寿とやらを探してみよう。三方へと天に伸びた白寿。これか。なんとも不気味な木だな。根元に何かありそうだ。少し掘ってみるか。この手記はベアラー管理記録とあるが、これはベアラーの名簿。くそ、こんなに多くの子供たちが犠牲に。しかし院長の筆録に死体を埋めさせるとあったが、そんな形跡は。ここにもアカシアどもが。すぐに終わらせる。はっ
隠れ家に戻ろう。この名簿をヘルマンに渡さないと。ご無事のお戻り何よりです、シド。それでベアラーたちの名簿は見つかりましたか？ああ、それらしいものがない。拝見します。これはそうでしたか。院長の筆録に。だが白寿の下にはそのベアラーの管理記録しかなかった。あるはずの院長の死体も生き残ったであろう子供たちも、それからどうなったかはわからない。そうですか。シドに持ち帰っていただいた管理記録、ここに記されているベアラーの名は確かに昔共に暮らした仲間たちのものです。ハンス、ロタール、みんな孤児院での生活がまるで昨日のことのように思えます。仲良くなった子がいても気づけばいなくなってる。毎日誰かが命を落とすようなところでした。よく生き抜いたな、ヘルマン。私のこの命もみんなの犠牲の上に成り立ってると思うと。お前の命のために仲間が犠牲になったわけじゃない。仲間を思う心がある限り、彼らはきっとお前の命と共にある。はい。私は死んでいった仲間たちのこと、この悲劇を書き残そうと思います。あんなことが二度と起こらないように。亡くなっていった仲間たちが少しでも報われるために、そして生き残ったかもしれない子供たちが今もどこかで元気にしてると信じて。ああ、しっかりな。ありがとうございました、シド。協力していただいて感謝しています。閣下、少しお時間を。何があった？灰の大陸へ向かわせた我らの一翼、そのものからの知らせが途絶えておりまして。なぜ灰の大陸なんかに？かの地に定着する救世主信仰がマリアス教の流れを組んでいると判明したのです。あれの信仰対象はアルテマ。故に何かしらの手がかりを得られないかと。灰の大陸は危険な場所だ。犠牲が出ることも分かっていたはず。ええ、我々も聞き及んでおります。そのため我らの中でも武術に長ける教団の第三隻を送り込んだのですが、最後となった知らせを見るにただ命を落としたのではないように思えます。閣下であればかの地で戦い抜く術を心得ているご様子。どうか第三隻の捜索にお力添えをいただけませんか。分かった、行ってこよう。その者の行き先に心当たりは？知らせによれば第三隻が最後に立ち寄った村に救世主信仰の信徒たちが集っていたとか。なおミッケルブルク、ウォールード王国の南方にあるようです。おそらくそこで何かが起きたのではないかと。すぐに現地へ向かおう。ご厚情痛み入ります、閣下。ではお気をつけて。不死鳥の炎の絶えんことを。人がいる。こんな場所に生き残りが。
体これは。お前さんも呼ばれたのかね？呼ばれた？いや、別の用があって来たんだ。まさかこの辺りに人が生き残っているとは思わなくてな。そうか。あんたたちはこの村の住人なのか？ああ、わしはな。他の者は呼ばれてきた者たちだ。彼らは何をしているんだ？儀式だよ。かつてバルナバス様がもたらした古き教え。ここはその祈りの場なのだ。救い主様の手でわしらはアカシアへと生まれ変わる。なんだと？ああ、どうか私たちを無垢なる存在に。救い主様、我々にアカシアの生を。属性の苦しみからお救いください。これが救世主信仰だとでも。一つ教えてくれ。この村に装束姿の男が来なかったか？ああ、彼には世話になっている。今はこの奥にある家におられるはずだ。すまない、邪魔をしたな。アカシアになることが救いだと。今は第三石を見つけるのが先か。奥の家へ行こう。不死鳥教団のものか？それは幽筆様のブローチ。もしやクライブ様では？ああ、そうだ。教団の第三石だな。ええ、いかにも。シリルに頼まれてお前を探しに来た。さようでしたか。申し訳ございません。閣下にまでご面倒をかけてしまうとは。知らせが途絶えていたそうだが。この村で果たしたいことができてしまったのです。我が主命よりも重んじたいことが。村人たちの祈りをご覧になったでしょう。彼らは休むことなく神への祈りを捧げ続けています。神に日ごと祈りを捧げ、我欲を捨て無垢なるものへと生まれ変わるその日を待つ。無垢なる存在になりしとき、救い主はその手を差し伸べるであろう。この教えを信じて、私は救世主信仰を調べるうちに彼らに出会い、信仰の深さに胸を打たれました。どうしてもその願いを成就させてあげたい。そう思い、彼らの手助けを。これがたとえ教団の戒律に背くことだとしても。願いを成就することがどういうことか分かっているのか？はい、理解しています。彼らの願いとは、すなわち自我を捨てアカシアになること。閣下には信じがたいことかもしれませんが、彼らにとってはそれが救済であり信仰ですから。そうだ、調査の件でしたらご心配なく、こちらの報告書にまとめて。ご用心ください。外で何か起きたようです。俺が様子を見てくる。ここで待ってろ。これはエーテルだまりが。くそ、今行く。こんな時に奴らまで。一気に叩く。あ、いや。今
今度は何だ？また厄介なやつが出てきたな。くそ。大丈夫か？おい、しっかり。村人たちはアカシアになることを心から望んでいる。それが救いだと信じていたから。私も同じ。何もかも失った私にとって不死鳥教団こそが全てだった。だから分かっていても彼らが信仰に準ずることを否定できませんでした。ただそれだけ。申し訳ございません。閣下のお手を煩わせて。こちらが調査をまとめたもの、どうか右筆様に。ああ、確かに受け取った。見てください。彼らは救われた。彼らは救われたか。シリルに報告しなければ。お戻りになられましたか。ご無事で何よりです。第三隻から調査報告書を預かった。お前に渡しておく。審査いたします、閣下。して彼は死んだよ。ミッケルブルクで異物の襲撃を受けて丁重に弔ってきた。さようでございましたか。あの村にいた救世主信仰の信徒、彼らはアカシアになれば救われると信じていた。人の身を捨てることが救済となる。第三隻はそんな信徒たちのために命を落としたんだ。願いを叶えてやりたいと言ってな。そしてそれは叶えられた。人らしく生きるということは人らしく死ぬことを意味します。ああ、シドが言っていたな。人として死ねる場所を作りたいと。自らの死にいかなる意味を与えるか、それを決めることができるのは当人だけ。誰に後ろ指を刺されようと、誰に理解されまいと、そのものの選択であるならばそれが全てでしょう。不死鳥教団の教えを信じ守り準じる、それが
我らの生きる意味でもある。だが彼は教団の信仰ではなく村人たちのために死んだ。お前たちにとってそれは許されるのか？彼は最後に自分を信じ、自分の思いに準じた。これもまた一つの信仰のあり方。何より人として本望であったと思います。そうか。シリル、あの者の名を教えてくれないか？これまでに見落として殉教した兄弟員たちの名も、知りうる限りの人々の死を、彼らの思いを覚えておきたい。俺の大義のために。承知しました。早急に名簿をご用意します。根性の宗主ジョシュア様に陣社を。我ら赤翼のと誠良き務めを賜りました。閣下、どうぞお心のままに大願を果たされますよう。それが命を落とした同胞への最上の鎮魂となりましょう。ようクライブ、旅支度ももうすぐ終わりそうだ。俺はそろそろこの町を出るよ。本当にこのままダリミルを離れるのか？もう決めたんだ。ここを立つ前にあんたに頼みたいことがある。最後の頼みだと思って聞いてくれないか？俺にできることなら力になろう。いろいろ考えたんだが、やっぱり子供たちは連れていけない。とはいえここに残しておいても俺の仲間だったからってひどい目に遭っちまうだろう。あんたのところなら安全なはずだ。どうかあの子たちの面倒を見てやってくれないか？ああ、子供たちは隠れ家で引き取ろう。助かるよ。頼んだぜクライブ。ルバル、大変だ！なんだフェルダー、血相を変えて。ベルクロイス砂漠にエーテルダマリが出やがった。野党連合の根城が丸ごと沈んだんだよ。なんだって？野党どもはすでにアカシアになっちまってる。いずれここに押し寄せてくるぞ。アカシアは野党とはわけが違う。いつもの自警団の戦い方じゃ止められない。すぐに住民たちを避難させないと。フェルダ、お前は部下を集めろ。アカシアの襲撃に備えて今すぐ戦支度をするんだ。少しでも時間を稼げ。任せておけ。クライブ、子供たちのことはひとまず後だ。今の話を自警団と支援団に知らせてきてくれないか？避難に協力するよう頼んでほしい。分かった。俺は住民たちに呼びかける。それじゃ頼んだぜ。アカシアってみんななんだろう？今すぐ避難するんだ。すぐにアカシアが攻めてくるぞ。うちの店の前でさ。何やる外が。なんだ、またあんたが。今度は何の用かしら、アンダーヒルさん。伝えたいことがある。ベルクロイ砂漠にエーテルダマリができた。野党連合の根城が丸ごと沈んだらしい。アカシアになった野党がここを襲うのも時間の問題だ。急いで住民たちを避難させてくれないか？その話本当なの？なんだか唐突すぎるわ。奴が外で騒いでいるのはそのことか。また俺たちを騙そうとしてるんじゃないだろうな。そんなことをしてルボルに何の得がある？はっ、逆恨みってところだろ。
ベアラだと知られなければ奴はこの町の市長になれるかもしれなかった。もはやその望みもなくなったんだ。俺たちに仕返しをしたいのかもしれない。アンダーヒルさんも結局あいつの味方なんでしょ。それならあなたのことも信用できないわ。今は探り合ってる場合じゃない。すぐにでも住民たちを避難させないと。どうか信じてくれ。嘘つきどもを信じられるか。さあ出て行ってくれ。くそ、何を言っても無駄か。どうやら彼らを動かすのは無理ね。ああ、僕たちで何とかしないと。そうだな。フェルダに相談してみよう。フェルダ。どうしたシド。自警団と支援団に知らせたが何も信じてもらえない。アカシアのこともルボルの嘘だと思い込んでる。あいつがそんなことするはずないだろうに。もう彼らを動かすのは無理だろう。住民の避難は俺たちだけで何とかするしかない。俺もできる限り協力する。そうか、助かる。シド、フェルダ、ここにいたのか。ビクトル、あんた町を出たはずじゃ。ルボルのやつをほっといて出ていけるかよ。それよりすぐに来てくれ。ルボルが危ないんだ。アカシアの群れがこの町に攻めてくる。奴らは容赦もなければ疲れも知らない。痛みすら感じないのかもしれない。雇うどもとは訳が違う。魔物なんかよりよっぽどたちが悪いんだ。いつもの戦い方じゃダリミルは負ける。俺の言うことは信じられないかもしれない。それでもいい。だけど最後にこれだけ頼むよ。みんな今すぐ逃げてくれ。信じるもんか、このベアラーメ。そうだ、俺たちを追い出してダリミルを自分のものにしたいんだろう。お前が出てけ。出ていけ。出ていけ。足から出ていけ。出ていけ。頼む、話を。ほら、ほら行けよ。出ていけ。この嘘つきが。ルボル、待て。見てみろ。お願い、もうやめて。ルボルは何か悪いことしたの？ねえ。私たちはいつも高いところから街を見てた。だからよく知ってる。これまでルボルはダリミルのために働いてきたよ。コンラートさんのお店の包丁はルボルが作ったんだよね。ナターリエさんの店のテーブルだってルボルが直した。街が綺麗なのもルボルやフェルダたちが毎日掃除してるからでしょ。ルボルは朝から夜まで一生懸命に働いてるよ。街のために働いてるんだ、毎日。そうだよ、いつも笑顔でね。みんなあの笑顔が嘘だと思う？誰か名乗り出てみろ。ルボルに助けられたことのないやつ。
ルボル、お前の言うことは聞けない。何が来ようと、俺たちダリミルの自警団は決して逃げ出したりはしない。私たち支援団も同じ。この町を捨てたくない、絶対に。教えてくれ。アカシアとは一体どうやって戦えばいいんだ。どうすればダリミルを守れるの？二人ともよし。いいかみんな、聞いてくれ。まず状況を整理しておこう。エーテルダマリが出たのはベルクロイ砂漠、チェラティナという廃村だ。ちょうどその辺りに野党連合の根城があった。野党どもはすでにアカシアになって、その一部がこの町に迫ってきている。アカシアどもは戦うことに執着する。しかも統制が取れなくなってどう動くか見当もつかない。いつもの野党相手の戦い方じゃ奴らを防ぎきれないだろう。そこで自警団の本隊で北門を守り、南門には別隊を置く。さらに部隊をいくつか編成して町の巡回をさせつつ伝達要員にする。アカシアが襲ってきたらまずは彼らに伝えてくれ。みんなで連携を取って対処するんだ。コンラード、自警団本隊のまとめ役を頼めるか？ああ、任せてくれ。ビクトルは伝達要員の指揮を、フェルダは部下たちと一緒に別隊として動いてくれ。やってやるぜ、ルボル。責任重大だな。ナターリエは支援団に指示を頼む。住民たちを大浴場に避難させる。その時商人の荷物を持ち込ませるなよ。金や商品より一人でも多く避難させろ。文句を言ってくる奴にはこう伝えておけ。命さえあれば金なんていつでも稼げる。何かあったら茨の接吻が全額受け持つってな。ええ、分かったわ。ルボル、俺はどう動く？あんたにしかできないことがあるさ。野党連合の根城には相当な数の野党どもが集まっていたようだ。町を襲う奴らを撃退しても根っこを潰さない限り戦いは終わらない。俺に根城を叩けということだな。危険な仕事だが頼めるか？ああ、任せろ。よろしくな、クライブ。それじゃ作戦開始だ。俺たちの力でダリミルを守り抜くぞ。支度は整ったようだ。こちらも向かうとしよう。こんだけ防柵がありゃ大丈夫だ。アカシアが襲ってきたのを確認したら。クライブ、エーテルダマリよ。きっとあそこにアカシアが。全て始末する。ようやく片付いたか。町の方も無事に済んでるといいが。ルボル、もうこの辺りにアカシアは見当たらない。町を襲ってきた奴らは倒しきったようだ。残るは根城の奴らだけだが。ルボル！じゃねえ、クライブが帰ってきたぞ。無事だったか。根城のアカシアは全て片付けた。ありがとよ、クライブ。大したもんだよ。礼を言うぜ。町を襲ってきたアカシアはみんなの力で倒しきった。
根城に残っていたアカシアはクライブが潰してくれた。俺たちの勝ちだ。やったんだな。ダリミルを守ったのね。ルボル、すまなかった。お前はずっと町のために頑張っていたのに。ええ、私たちが間違っていた。どうか許してちょうだい。ダリミルにはお前が必要だ。この町の市長はルボルがふさわしい。改めて俺たちを導いてくれないか。頼む、この通りだ。本当にいいのか？俺はベアラーなんだぞ。それを知った時は裏切られたと思った。だがベアラーである以前にお前はルボルだ。この町を救った男なんだ。そうかい。師匠ってのは大役だ。2つほど条件を出させてくれ。何でも言ってくれ。まずは1つ目。自警団と支援団はどんな時でも団結すること。この組織はダリミルを守っていくための肝だ。俺だけが必死になったところでこの町は守りきれない。今回のようにみんなの力が必要になる。自警団と支援団を維持するためにあんたらにはもっと頑張ってもらう。ああ、もちろんそのつもりだ。では2つ目。この町のベアラーたちを不当に扱わないこと。何も人と同じようにしろってわけじゃない。あんたたちは俺を受け入れてくれた。それはダリミルのためだ。他のベアラーたちにも同じように町を思ってる奴がいる。それを忘れないでほしい。今回の件で思い知らされたわ。大切なのは町を思う気持ちだって。条件は全て受け入れるとも。だからルボル、市長になってくれないか。仕方ねえな。それじゃ俺なりに精一杯ダリミルを引っ張ってやる。改めてよろしく頼むぜ。何が起こるかわかんねえもんだ。ベアラーの俺が師匠になっちまうなんて。クライブ、ダリミルを救ってくれた礼をしなきゃ。受け取ってくれ。ところでルボル、子供たちの件だが。ああ、すっかり忘れちまってた。町を出る必要なんてなくなったんだ。これまで通り子供たちと一緒にやっていくよ。悪いな、振り回しちまって。その方がいい。気にするな。みんなと一緒に人として生きてくれ、ルボル。ああ、そうする。本当にありがとな、クライブ。クライブ、少しいいかしら。どうした？青く光る魔物の出現に備えてフィリップたちが周辺を警備してるんだけど、夜の帳や町の住民に協力してもらっても人手が足らなくてね。でも今の町の状況では兵士たちを頼れないでしょ。そこであなたの力を借りたくて、ノースリーチの警備を手伝ってくれないかしら。ああ、いいだろう。ありがとう、助かるわ。クライブがいてくれてよかった。警備のことは？マダム・イサベルはいらっしゃる？私がイサベルよ。
お嬢さん、あなたは？サビーヌと申します。町を騒がせている賢人の娘の方が伝わるかしら。今日はあなたにお願いがあってきました。オリフレム公の娘さんが私に？クライブ、さっきの話は？後でいい。続けてくれ。サビーヌさん、詳しく聞かせてもらえるかしら。私は父の民をないがしろにする横暴なやり方にずっと反対しています。マダム・イサベル、あなたも父と話し合いを続けていると聞きました。ですがたやすく意志を曲げる方ではありません。一人で立ち向かっても無駄なのです。それじゃあお願いというのは？ええ、私に協力していただきたくて。私たちが力を合わせればこの町から父を追放することもできるはず。穏やかじゃないわね。父の考えは国あってこその民というもの。国のためなら民は犠牲になっても構わないと。このままでは皆さんの財産は徴収され、ザンブレクを再建するのに使われるでしょう。そのような横暴はあってはならない。父は間違っていると思いませんか？昔からそうでした。民だけではなく私のことだってあなたも不満に思っているのでしょう。今こそ徹底的に抗う時なのです。ダメよ。抗うだけだと争いにつながる。私たちがやらなければならないのは手を取り合ってこの町の危機を乗り切ること。時間がかかっても説得しましょう。わかりました。マダム・イサベル、あなたのことはもう頼りにできません。私は私で動くことにしますから。それでは失礼します。面倒なことになったな。あんな態度で迫ってもオリフレム公の反感を買うだけでしょうに。それに彼女、何よりも父親への反抗心が見えるもの。まるでただの親子喧嘩。確かに。ごめんなさい、話の途中だったわね。周辺の警備のことはフィリップが取りまとめているわ。マルシェにいると思うから彼に話を聞いてみてもらえるかしら。わかった。よろしく、クライブ。皆さんに力をだからお願いです。父を追放するために力を貸していただけませんか？落ち着いてくれ、お嬢さん。今はそれどころじゃないんだ。危険な魔物が町を襲うかもしれない。なんとかしなきゃいけないんだよ。なんとかすべきなのは父の方でしょう。もう結構です。他の方を当たりますから。それでは失礼します。彼女に捕まってたのか。ああ、人の話を聞こうともしない。あれじゃオリフレム公と一緒だぜ。さっきイサベルのところにも来ていてな。父親と喧嘩をしたくて仕方ないようだ。マダムにも迷惑を？そんな場合じゃないってのに。それでクライブ、何か用か？イサベルから警備を手伝うよう頼まれた。そいつはありがたい。人手が足りなくて困ってたんだよ。それにちょうど例の魔物を目撃したと知らせが入ってきたところでな。奴らが現れたのか。それも何箇所かで一度にだ。クライブ、早速で悪いがそのうちの一つを見に行ってほしい。いいだろう。どこに行けば？グエリゴールの涙の湖畔だ。よし、すぐに向かう。ありがとう、クライブ。俺は別の場所を見てくる。また後でな。奴らだ。町に近づく前になんとか片付けなければ。倒したか。おいクライブ、そっちはどうだった？お前から聞いた通りだ。ひとまず片付けておいた。そうか、助かったよ。しかし
以前はオリフレム方面だけでこの辺りでは目撃されてなかったんだが、奴らが増えてきたってことならまた向こうに現れてるかもしれない。確認した方がいいだろう。そうだな。今から見てくる。クライブ、あんたは町に戻ってくれ。少し厄介なことになりそうなんだ。何かあったのか？オリフレム公の娘さんが住民たちをけしかけてな。みんなも乗せられちまって睨み合いになっちまってる。まったくこんな時に。分かった、行ってみよう。フィリップ、お前も気をつけろ。ああ、状況を確認したら俺も町に戻るよ。それじゃな。それは違います。ノースリーチの人々を追い出すなんてとても許されることでは。聞きなさい、サビーヌ。民とは国あってのものだ。国という剣と鎧があってこそ人々は安心した暮らしを享受できる。その国が失われた。剣なくしてどう戦う？鎧なくしてその身をどう守る？我が身一つで生きていくことができるのか？だがまだわしがいる。兵もいる。町もある。ザンブレクはよみがえるよ。唯一神グエリゴールもきっとそれを見守ってくださろおっしゃることはわかります。だからこそこの今、国というこだわりを考え直すべきでしょう。二人ともいい加減にしてちょうだい。親子喧嘩ならよそでやって。今この町は青く光る魔物の脅威にさらされてる。みんなで力を合わせて立ち向かわなくてはならないの。祭りごとに口を出すな。サービーヌを垂らし込んだのも貴様か。娘をどうするつもりだ？どうもしない。お嬢さんはあなたと話したいだけ。自分の娘の言葉ぐらい聞きなさいな。あなたも父親への反抗でこんなことをしているならやめなさい。ノースリーチを巻き込まないで。ツインサイドの知れ者カルラ。貴様の調べはついている。ベアラーと駆け落ちまでしたイカれた女め。やきもちかしら。彼と愛し合うことができて本当に幸せだったわ。クライブ、オリフレム方面はやはり魔物だらけだ。しかも相当だぜ。兵の再編もまだ終わっておらんのに。一旦ノルバーントレレまで引いて体勢を整える。何をしておる？早くせぬか。戦う時が来たわよ、みんな。このノースリーチの町を、家族を、友人を、愛する人を守りましょう。さあ、手を取り合って。やるぞ！おい、お前ら、マダムを待たせるな。以前決めた配置だ。町を守るぞ。ほら急げ。そんな、なぜあの女に？俺たちはみんな夜の女王を愛してるのさ。みんなに指示を出してきた。戦える者たちで手分けして町を防衛。奴らが現れたらかっこ撃破に出る。ありがとう、フ
フィリップ、残りの住民には後方支援に当たってもらいましょう。怪我人が出たらすぐにここへ運ぶように。分かった。伝えておく。俺も力を貸す。あの魔物の勢力がどれほどなのかわからない。少しでも戦力があった方がいいだろう。フィリップ、壁の外側を警戒してくれ。湖畔に現れた以上、あちらからも来るぞ。よし、腕利きの奴らを集めて警備隊を編成する。だがあんたは？俺は直接オリフレム方面に撃って出よう。奴らとは戦い慣れてるからな。できるだけ数を減らしておく。頼もしいが無茶はするなよ、クライブ。二人とも気をつけてね。大丈夫だマダム。この町は必ず守るさ。ああ、俺たちに任せろ。かなりの数だ。全て始末するぞ。終わったの？いや、まだだ。この気配は。今度こそ終わりか。この辺りの魔物は全て倒したようだ。町の様子が気になる。すぐに戻ろう。クライブ、無事だったか？ああ、大丈夫だ。オリフレム方面の魔物は片付けた。フィリップ、そっちは？ああ、怪我人は出ちまったが、壁の外側に現れた奴らはなんとか倒したぜ。まずは一段落か。よかった。これで少しは落ち着くといいのだけれど、二人とも本当にありがとう。手を取り合うか。私はこれまで民の上から国を見てきた。町を作り、法を作り、民を導いてきたつもりだった。いや、違うな。民は私が導くべきものだと思い込んでいた。そうしなければ民は決してまとまらないと。それがどうだ。こうして民が手を取り合う姿を間近で見ることになるとは。国などなくとも民は一つになれるではないか。あなたも町を守ろうとしたことに変わりはない。ただ国という存在にとらわれすぎて、私たちのことが見えてなかっただけ。その通りだ、サビーヌ。お前が正しかったな。お前の言う通り、第一に考えるべきは民だったのだ。すまなかった。いえ、私も間違っていました。お父様にとてもひどいことを。私は民のことを思ってお父様に意見しているつもりでした。でもただ自分の話を聞いてほしかっただけなのかもしれません。お前の思いに偽りはない。私がきちんと向き合っていれば。二人ともこの国への思いは同じなのよ。それは私やこの町の住民もそう。思いが同じなら進む道も同じにできるはず。だからこれからはみんなで手を取り合って助け合っていきましょう。ああ、そうするとも。ありがとう、オリフレム公。さて、怪我人をこのままにもしておけないわね。夜の帳で受け入れの支度をしないと。みんなお先に失礼するわ。マダム・イサベル、
強い方だ。この苦難の時代、民を導くのはまさに彼女のようなものなのだろう。ええ、私もあの方のようにみんなで手を取り合おうとしていれば。まだまだこれからだぜ。お嬢さん、マダムに言われただろう。これからみんなで助け合っていけばいい。あんたたちはもうこの町の住民なんだ。一緒にノースリーチを守っていこうぜ。フィリップ様。そうだな。私も心を改め、民と共に歩んで行こう。もう大丈夫だな。イサベルの様子を見に行ってみるか。イサベル、怪我人の受け入れは進んでるか？何か手伝えることがあったら言ってくれ。ありがとう、クライブ。もう大丈夫。そうか。あなたには何度も助けられたわね。あんたは町の分裂を恐れていたな。この町をそこまで思うのは何か理由が？長い話になるわよ。構わないさ。聞かせてくれるか？私は昔クリスタル自治寮にいたの。あの頃の私は自治寮でも名が知れててね。ひいきにしてくれる客も多かったわ。でもそんな日々にも終わりが訪れた。恋をしたのよ。それもベアラーの青年に。人とベアラー、許されない恋だった。私たちの関係が知られた時、彼はひどい罰を受けたわ。だから一緒に逃げ出した。行くあてなんてなかったけど、さまよい続けて死を覚悟した時、この町にたどり着いたの。夜の帳ではみんな優しく接してくれた。いつも温かい寝床と食事を与えてくれた。そして何より愛する彼を見とる時間も。ここで亡くなったのか？ええ、体の石化でね。でも最後は二人で穏やかに過ごしたかった。ここの人たちはそれを叶えてくれたわ。それに彼が亡くなった後、私が何もできなくなっても支え続けてくれた。たくさん迷惑をかけたのに、困った時はお互い様だってみんな笑顔でね。夜の帳で一番大切なのは手を取り合うことだって。だから私も同じようにしたいの。ノースリーチのみんなと。それが夜の帳への恩返しだと思うから。ありがとう、イサベル。話してくれて。やっぱりあなたと彼はよく似てるわ。あなたは彼のような人のために戦い続けている。それはあなたにしかできないことよ。ありがとう、クライブ。今回のことでノースリーチは本当の意味で一つになれるかもしれない。住民も兵士もオリフレム公もお嬢さんも、これからみんなで手を取り合って町を守り続けていく。だからあなたも見守っていてね。ああ、必ず。
珍しいな、彼女からの頼みとは。ビビアン、手紙を読んだぞ。書物探しを引き受けよう。実にありがたいことだが、こうも簡単に君が受けてくれるとは。いつも頼み事をしてばかりだからな。たまにはお前のも聞いてやるさ。君の行為に感謝しておこう。だがあの書物を探すのは一筋縄ではいくまい。世に数冊しか出回っておらず、その全てのありかが分かっていないのだから、語り部からも諦めるよう勧められたよ。とはいえ、書物となれば一番詳しいのは彼だ。俺からもハルポクラテスに話を聞いてみよう。無茶であることは承知の上で頼む。クライブ、どうか手に入れてほしい。外観の処刑。私が学者を志すきっかけとなった金賞。おや、クライブ。どうかしたのかね？あんたに聞きたいことがある。外観の処刑という書物のことなんだが。はは、お主の口からその名を聞けるとは。赤先生といい、珍しい書物を好む。一体どこでそれを？ビビアンからだ。手に入れてほしいと頼まれた。赤先生も諦めがつかなかったか。あの書物はもう世には残っていない。執行者によって処分されただろう。執行者？偉大なる知識や伝承、それらの記された書物を禁書と定め、その回収を責務とする集団と聞く。特に九段の外観の処刑にはベアラーに関する真実が書かれているという。歴史を覆しかねないほどの代物。故にこの書物もまた禁書となった。目にしたことすらないわしに真偽はわからんがね。そんな奴らが。すでにあまたの書物が彼らの手の中。どこか想像もつかぬ場所に封印されたか、はたまた塔に焼かれてしまったか。ではビビアンから書物を奪ったのは執行者に違いない。奴らはなぜそんなことを？さて、何せその実態は曖昧模糊としておるからの。分かっているのは執行者という号だけだ。安易に受けたはいいが、こいつは善と多難だな。こうなったら一縷の望みにかけて大陸中の書物を調べてみるか。大陸？そうか。灰の大陸なら、あるいは。執行者の話を聞くのはこの風の大陸のみ。灰の大陸は未だ手つかずかもしれん。クライブ、ガルニックという村へ向かえ。古い知人の家がある。記書の収集家でな。昔自慢していたのを思い出したよ。戦で死んだ後も家はそのままだったはず。だとすればそこにあるのが外観の処刑の最後の一冊だ。彼は書物を通じて知識を広めることを生きがいとしていた。蔵書の一つが役に立つとしたらきっと喜ぶだろう。ありがとう、ハルポクラテス。早速向かってみるよ。ここがガルニック。とにかく外観の処刑を探してみよう。これは軍の記録。どうしてここ？
うん、こんな書物まであるのか。これだ。よかった、残っていたか。この内容が真実なら。こんなところで先客に出くわすとは。まさかとは思うが、金書を持ち出そうなどと考えてはいないかね。金書？貴様、執行者か？おお、我々を知っておいでとは。ならば話が早い。貴様が持ち出した金書を速やかにこちらへ渡せ。これをどうするつもりだ？さて、私個人が決めることではないが、いずれにせよそれに記された全てが永遠に葬り去られる。ならできない相談だな。これをご所望する方がいるのでね。やれやれ、仕方ない。残念だが力ずくでいただくことにしよう。随分と手荒なことだ。見事な腕前だ。貴様から奪うのは難しそうだな。なぜこの書物を狙う？外観の処刑。それは人の嫉妬と強欲の記録だ。持たざる者たる人が持てる者たるベアラーを数を頼みに虐げ陥れた恥辱の歴史。貴様はその記録が正しいと思うか？さあな。慎重すぎるな。剣の際に比べいささか凡庸な答えだ。まあいい。歴史の解釈に正しさは存在しない。事実の羅列にどんな意味を与えるかの問題でしかない。故に人の数だけ正しさがあるのだ。貴様が正しいと断じれば貴様にとっては正しくなるように。目的は何だ？我々執行者は人の守護者。人を害する知識や伝承をこの世から葬り去るが務め。それだけのことだ。今回は貴様に譲るとしよう。世界は狭い。またどこかで会うことがあるかもしれん。ではな。待て。
消えた。ひとまず隠れ家へ戻ろう。ビビアンに届けなければ。ビビアン、お前が欲しがっていたものだ。これはまさか本当に。ありがとうクライブ。実を言えば半ば諦めていた。全て執行者に処分されたとばかり。奴らとは書物を手に入れた時に勝ち合ったが、どうやら今回は譲ってくれるらしい。執行者は言っていた。人の数だけ正しさがあるのだと。たとえ真実でなかったとしても正しさになり得るだろうか。そうだ。だからこそ決して誰かの正しさだけで世界を覆ってはならない。それはいつしか必ず価値観の歪曲と思考の拘束を生み出すことになる。ベアラーの歴史などその最たるものだよ。そういえばこの書物はお前が学者を志したきっかけらしいな。そのことか。これの著者は異端者だったのだ。万国一致で処刑されるほどのね。異端であることは時に物事の真理に近づく方策となる。孤独を代価として枠の外に立ち世界をつぶさに観察するということだからな。この書物は人の輪の外にいた私に教えてくれた。私は人を観察する機会を与えられているのだと。それこそが私が世界に関わることのできるたった一つの方法なのだと。今でもお前は人の輪の外にいるのか。この隠れ家に来てからというもの、どうにも頭の冴えが鈍った気がするよ。いささか人の輪に近づきすぎたのかもしれん。ならばその輪の中から観察するのも悪くない。そう思うようになった。案外居心地のいいものだとね。だからこの世界を守ってくれクライブ・ロズフィールド。そのためならビビアン・ナインテールズはこの地のすべてをお前に捧げよう。ああ、必ず。ハルポクラテスから頼み事とは珍しい。書庫に行ってみよう。ハルポクラテス、あんたからもらった手紙のことだが。おほ、あの件か。よく訪ねてきてくれた。ディオン・ルサージの名が書かれていた。彼と面識があったのか。ああ、わしはかつて殿下の教育係をしていたことがある。隠れ家に来るずっと前のこと。歴史学者として一時ザンブルクの宮廷に身を寄せていたのだ。その間殿下に学問をお教えしていた。歴史に基づく宗教、商業、祭りごと、わしに教えられることは全て伝えてきた。しかし殿下が清流騎士団を率いられるようになると次第に座学に来られなくなってな。ここでお見かけした時は驚いたよ。声はかけたのか。いや、話す機会を捉え損ねておる。殿下を拝見する時はいつも思い詰めたご様子で、とてもお声掛けできる雰囲気ではないからの。あの方はご自身が引き起こした災禍の責を一身に背負うおつもりではないか。確かに彼は何か思い詰めてるように見える。だが
どうしてあんたがそこまで気に病む必要が？あの時わしはディオン殿下がどれほどの重圧と孤独を抱いていたか知っていた。にもかかわらず慰めの言葉一つおかけすることができなかった。きっとあの方は一人で耐えておられたのだろう。わしが殿下の理解者になっていれば、災禍を引き起こした原因の一端はきっとわしにもあるのだよ、クライブ。ハルポクラテス、それであんたの望みとは？飛竜草の花、それも野生に咲く花を取ってきてほしい。あれが咲かせる花は見る者の心を和ませるという。殿下にお見せすれば少しは気が安らぐのではないかと思ってな。分かった。力を貸そう。詳しく教えてほしい。お主も知っての通り、本来飛竜草とは白い花を咲かせるもの。一方である過酷な大地で育った飛竜草は美しい薄紫の花をつけるそうだ。その要件を満たすのはウォールードのリークマル湿地。飛竜草の好む滝の周辺に自生していると思われる。危険な地へ赴かせるのは忍びないが、野生の飛竜草を探してもらえんだろうか。気にするな。少し待っていてくれ。ありがとう、クライブ。どうか頼んだよ。野生の飛竜草が自生しているのはこの辺りだったな。薄紫の花、これに違いないだろう。ハルポクラテス、野生の飛竜草を見つけてきたぞ。本当かね？ああ、見てくれ。おお、これだ。間違いない。ありがとう、クライブ。あんたが直接ディオン・ルサージュに渡すといい。いや、だが。待っていてくれ。彼を呼んでくる。ディオン・ルサージュ、話がある。出発するのか？いや、その前に書庫まで来てほしい。ハルポクラテスがあなたに見せたいものがあるそうだ。先生が？今さらどんな顔をして言葉を交わせばよい？世は恩師に顔向けできぬ罪を犯した。婿の民を殺めるという大罪をな。全ては世の弱さが招いたこと。もちろん贖罪の覚悟はとうにできている。しかしあの方と昔のように言葉を交わせば、それすら揺らいでしまいそうな気がするのだ。だったらなおのこと彼と話すべきだろう。その覚悟があるのならばきっと受け入れてくれる。分かった。感謝だけでも伝えねばな。イフリート、先生のもとへ案内してくれ。ああ、行こう。今までお声掛けすらできずにお許しくださるだろうか。大丈夫さ。
ご無沙汰しておりました。先生、これまで不義理を働いたことをどうかお許しください。本日は未熟な私を一時でも導いてくださったことにお礼を申し上げたくて参りました。遅ればせながら先生に心よりの感謝を。どうぞお顔を上げてください。そのような姿、あなたには不似合いだ。生きて言葉を交わせた、それだけで十分です。殿下、お見せしたいものがあります。それは飛竜草ですか？だが珍しい色だ。これは野生の飛竜草。飛竜草は厳しい環境に置かれた時、稀有な色の花を咲かせます。その根に猛毒を持つとは思えぬほど美しい花を咲き誇らせるのです。殿下、あなたはこの花と同じ。これまでの全てが今のあなたを咲かせている。誰が責め苛もうと、どうぞあなただけはご自身を誇られますよう。再会の記念に殿下にお渡しできればと。ハルポクラテス先生、ぶしつけなお願いをしても。この花をしばらくお守りいただけませんか？すべてを終えた時には必ず。お待ちしております、殿下。命の続く限り、いつまでも。生きた証を残したいなど、少し干渉が過ぎたか。恩師に引き合わせてくれた礼だ。取っておいてくれ。恩に着るよ。ありがとう、クライブ。お主のおかげで殿下と再び言葉を交わすことができた。殿下が無事に戻られるまで、わしはここであの飛竜草を大事に育てるとしよう。隠れ家の土が合うといいが。もともと過酷な大地で育っていたのだ。きっと大丈夫。さて、お主に礼をしなければ、これを受け取ってくれないか。こいつは。あはー、ストラスの羽ペンだ。長く生きたストラスの羽には良き私分が宿るという。わしがずっと使い続けてきたものだが、だからこそお主に託したい。クライブ、心から祈っているよ。お主が剣ではなくペンを取る日が来ることを。この戦いが終われば、それも夢じゃなくなる。ありがとう、ハルポクラテス。大切に使わせてもらう。
おお、クライブ。クライブ、待っておったぞ。ラザフォードから知らせがあった。世話になったな。いえ、お気になさらず。奴の報告を聞くに、わしの思った以上に世界は切迫した時局にあるようだ。おじさんが危惧することは現実のものになりそうです。未曾有の大混乱。明日にでも民のタガが外れてしまうかもしれん。民誰しもが理性を失った獣になるのだ。かつてのアナベラのように。それだけは何としてでも避けねば。はい、そう思います。大きな問題となっているのは兵士の暴走、物流の停滞による食料不足、そしてそれによる民の動揺だ。多くの民は為政者を失い、混乱の中でさまよっている。民が立ち上がり自治を行っている町もあるようだが、それは全体から見ればごくわずか。国や軍に頼れぬ今、わしらが動くほかあるまい。誰かが道を作ってやらんとな。おじさん。問題の一つ、兵士の暴走については治安の維持に大きく影響する。真っ先に手を打つ必要があるだろう。そのため知人であるハベルに協力を仰いだ。確か共和国の軍人でしたね。巨大なダルメキア軍の参謀を務めるほどの男よ。あれの他に適任は思いつかん。だが奴は条件を出してきよった。条件ですか？ああ、滞在人シドとの面会をな。わしに手を貸すということは遠からずお前にもつながっていく。故に一度直接会ってシドがどんな人物かを見極めたいそうだ。クライブ、どうか協力してもらえないか。ええ、構いません。他ならぬおじさんの頼みです。断る理由はありませんよ。それにこの混乱を収めたいのは俺も同じですから。礼を言うぞ、クライブ。早速ハベル卿と話してみましょう。彼は今どこに？迎えにやったラザフォードと共にランデラ関所の前にいるはずだ。わかりました。それでは行ってきます。クライブ、頼んだぞ。何の騒ぎだ？わしがダルメキア軍の参謀ハベルと知って刃を向けるか、この逆賊め！二人とも下がって。貴様は？ああ、クライブ様。俺が相手をする。一人増えたところで同じことだ。全員殺してしまえ。片付いたか？ご無事でしたか、ハベル卿。ラザフォードも怪我はないようだな。クライブ様、おかげで助かりました。こんな奴らに引けを取るとは、わしも年を取った。しかしわしが軍の参謀と知ってなお襲ってくるとは。ダルメキアも落ちたものだ。バイロンが危惧していたのはこれか。貴様がシドだな。まずは礼を言う。叔父から話を聞き、馳せ参じました。どうかハベル卿、大混乱を避けるため叔父の力添えをしてはいただけませんか？
その前に一つ答えてもらおう。大罪人シド、貴様は今起きている混乱をどう見る？この混乱を生み出した原因の一端は間違いなく私にあります。私がやったことは許されることではない。ですがこうも思っています。決して間違ったことはしていないと。終末に向かって進む世界を止めるため、人が人として生きていける世界を作るため、そのために私は自分の信じた道を歩むだけです。たとえそれが世界にとって罪深きことであったとしても。腹を探ってやろうと思ったが、バイロンの言う通りの男かもしれん。今しばらくは信用してやるか。分かった。手を貸そう。アカシアどもの対策に追われていたとはいえ、状況を把握しきれていなかったのはわしの責任だ。それにダルメキアだけでなく他国も同様となれば、軍や兵に通ずる者が仕切るしかあるまい。感謝いたします、ハベル卿。貴様はどうする？私ですか？わしが兵をまとめる間にも治安は悪化していく。こちらの支度が整うまで民を導く者が必要だ。聞けば貴様は己の組織を率いているという。ならばその腕を生かせると思うが。私にできることがあれば喜んで手を貸しましょう。ですが私にはまだやるべきことが残っています。それに民を導くという点で見れば、より優れた者に心当たりが。ほう、その者を連れてくることはできるか？気難しい男ですが、おそらく。よかろう。わしはこのままバイロンのもとへ向かう。貴様はその男を連れてこい。ええ、わかりました。それではクライブ様、私はハベル卿を主の屋敷へ案内してまいります。分かった。道中気をつけてな。失礼いたします。民を導くには人に愛され浸水されるほどの力を持った者が必要だ。それならロストウィングのカンタン、奴を置いて他にいないだろう。ゴールトン農場に行って奴に話をしてみよう。カンタン、一つ頼みがある。なんだクライブ、わざわざここに来たってことはろくな話じゃなさそうだが、まあお前には恩もある。話してみろ。民を導くとは、いくら各国が混乱してるとはいえ、また大きな頼み事だ。ハベル卿とやらが軍を安定させるまでの間、民を争いに巻き込まないようにする。あんた以上の適任者はいないと思うが。お前に頼られるのは悪い気はしない。だが今の俺には家族がいる。これで十分なんだよ。すまんなクライブ、断らせてくれ。そうか。やってみなよカンタン。なんだ？話が聞こえちまったけど、民を導くって要は生きる場所を与えるってことだろ。それってカンタンがずっと俺たちにしてくれてたことじゃないか。ならその民ってのも同じ家族だ。カンタンが忙しい時には俺たちでブドウ畑の面倒を見る。ここの心配はしなくていいから。そうは言ってもな。家族が言うことを信じられないのかい？
まったく、なんてやつだ。カンタン、言ってたよな。村の一つや二つ立て直してやるって。ついでにさ、国でも大陸でもまとめて立て直してきなよ。あんたならそれができる。仕方ねえ。大切な家族にそこまで言われちゃやらないわけにいかないじゃないか。その言葉を聞けて安心したよ。それで俺は何をすればいい？ハベル卿から連れてくるよう言いつかっている。後で迎えをよこそう。ああ、分かった。それまでのんびり支度でもしておくさ。頼むぞ、カンタン。戻っておじさんに報告しよう。おじさん、戻りました。無事にハベル卿の協力を取り付けてきましたよ。よくやった。さすがはわしの甥だ。ハベル卿はラザフォードの案内でポートイゾルデに向かわれました。それともう一人。もう一人？ええ。ハベル卿が軍を安定させるまでの間、民を導く役割を求められました。そこでかつてロストウィングという村を束ねていたカンタンという男を説得してあります。その男の素性は？俺の悪党仲間といったところです。ほう、面白い。お前がその男に託すというのならわしも信じようじゃないか。同じ悪党仲間としてな。彼もおじさんの屋敷へ案内したいのですが。うん、後ほど迎えを出すとしよう。ところでおじさん、軍のことはハベル卿にお願いするとして、もう一つの問題はどうするのです？物流の停滞、こちらも何とかしなければ。ああ、それは心配いらん。状況さえ整理できればやりようがある。すでにロザリア7家族に手を回した。資材を根こそぎ出させて金の力で解決してやるさ。連中初めはなかなか耳を貸さなかったが、お前のおかげでようやく話に乗ってくれたよ。俺の？先日アリアンのおば様の筆頭執事を助けただろう。確かロックフォードとか。おば様がえらく感謝しておってな。お前も関わっていると話した途端、船10隻分の金塊をよこしてきたわ。おば様が出資したとなれば他も動かぬわけにはいかんだろう。なるほど、そんなことが。よし、では屋敷に向かうとしよう。クライブ、お前も立ち会ってくれ。わかりました。だから先にあの街道を平定せねばランデラに食料を輸送できんと言ってるんだ。お前こそ何度言えばわかる。あそこにはアカシアが救っておるんだぞ。それを撃つにも兵がおろん。後回し後回し。ならランデラへの輸送も後回しということだな。それでは困ると言っておろうが、わしの直下の大隊を風の大陸治安維持の中核に置くのだ。腹が減っては奴らも動けん。それくらいわかるだろう。これから手を組もうってのに早速喧嘩とは。街道がダメなら船を使えばいいじゃねえか。バイロン卿、商船は余ってるんだろう。そいつを何隻か使わせてもらう。ランデラには食料を詰め込んで向かってついでに避難民を乗せて帰りゃいい。ここに来る途中でラザフォードから話を聞いたんだが、あんたら昔からの知り合いなんだってな。確かに随分仲が良さそうだ。誰がこいつと？その根は不死だか。クライブ、本当にこいつに民を任せるのか？やはり滞在人が進めてくるやつにろくなものはおらん。おいハベル、今のは聞き捨てならんぞ。わしの可愛い老いを愚弄するなど。お前が最初に食ってかかっただろうに。
楽しい会談だよ。では改めて我々がやることは国を起こすことでも民を支配することでもない。ただこの地を平定しこの地に生きる民を守るのみ。そのために軍はハベル、物流はワシ、民はカンタンがそれぞれ進むべき道を作るのだ。万事がうまくはいかぬことなど百も承知。だが我々が作った道を誰かが通る。誰かが通れば人が続く。さすればいずれ多くの民が歩く道となろう。すべてはこの世界とわしの甥いクライブ・ロズフィールドのため。クライブが人が人として生きられる場所を作るならそこに生きる人を作るのが我々の役目だ。おじさん。それでは我らの決意を調印書に記そう。我々はそれぞれロザリア、ダルメキア、ザンブレクの生まれだ。古に倣って我らの絆をこう名付けよう。三国同盟と。有意義な会談だったな。ええ、本当に。これからわしらは全力をもってお前を支える。我々が民の道を作るなら我々の道を作るのはお前だ、クライブ。だから我らの決意を記した調印書をお前に預けよう。お前はまっすぐに自分の信じる道を進め。はい、ありがとうございます、おじさん。クライブか。ガブ、何か考え事でも？実はちょっとやっておきたいことがあるんだ。エッタさんのお産に向けてお守りを作っておきたくてな。そういえば間もなく海月か。俺の故郷じゃお産のお守りに家族みんなで願いを込めるんだよ。新しい家族を無事に迎えられるようにって。いい風習だなあクライブ、お守り作りを手伝ってくれねえか？もちろん協力しよう。助かるぜ。それで俺は何をすればいい？ああ、銀チョコボの居場所を掴んでほしいんだ。銀チョコボ？北部に住むチョコボさ。幸運の象徴って言われてる。だからお産のお守りには奴の羽をつけるのが習わしなんだが、北部が黒の一帯に沈んで以来すっかり見なくなっちまって。それで居場所を？もしかしたら他の魔物みたいにロザリアまで降りてきてるんじゃないかと思ってよ。ならひとまずマーサの宿を当たってみよう。あそこは行商人たちも多く集う。何か話が聞けるかもしれない。ありがとよクライブ。それじゃ頼んだぜ。銀チョコボのことを聞いてみよう。少し話を聞いても？ああ、いいとも。銀チョコボを探してるんだが、どこかで話を聞いてないか？銀チョコボ？そういえばこの辺りで見たというやつがいたな。どこかの廃屋だったと思うが、近くを通っただけで襲われたとか。奴らはもともと北部の生き物だ。黒の一帯に追われて移り住むしかなくなって気が立ってたのかもしれん。廃屋か。助かった。探してみよう。何か用かね？銀チョコボを探してるんだ。何か知らないか？ああ、少し前に噂を聞いたばかりだ。
なんでも数年ぶりに人里近くに出たってな。この近くに？そうだな、確かリアンノン山道の方だったと思うが。ありがとう、助かったよ。いらっしゃい、お客さん。何でも用意するから欲しいものを言ってね。いや、少し聞きたいことがあるだけだ。銀チョコボのことなんだが。直接見たことはないけど噂なら知ってるわよ。銀チョコボって北部だと幸運の象徴でしょ。だからそれに目をつけた連中にたくさん狩られてものすごく警戒心が強くなったらしいわ。寝床でも見つけない限り姿を見ることはできないかも。そうだったのか。ありがとう、邪魔したな。銀チョコボが近くにいるのは間違いないようだ。リアンノン山道に廃屋か。探してみよう。チョコボの足跡が。しかも新しいな。この辺りは特にチョコボの足跡が多い。もしかしてあの廃屋が銀チョコボの寝床なのか。気配はないが。これは銀チョコボの羽。安心しろ。危害を加えるつもりはない。お前の羽だけもらっていくぞ。去っていったか。とにかく銀チョコボの羽は手に入った。ガブに届けてやろう。おお、戻ったかクライブ。それで銀チョコボの方はどうだった？見てほしいものがある。こいつは銀チョコボの羽じゃねえか。どこでこんなもんを？実はマーサの宿で。そんなことが。銀チョコボは警戒心が強いようだ。俺が寝床に足を踏み入れてしまったせいで、もうあそこには帰ってこないかもしれない。ようやく移り住んだんだろうが、人を襲ってるようじゃ先は長くなかっただろう。お前が気にすることはない。それにしてもさすがはクライブ、大したもんだよ。話を聞きに行ったついでに奴の羽を手に入れてくるんだから。さて、あとは用意しといた彫り物に取り付けるだけだな。彫り物？ああ、お守りの本体ってところさ。お前が出かけてる間、一生懸命掘ってたんだ。こいつにはトートエイビスって魔物の骨を使うんだが、なんと新人のエンバーが手に入れてきたんだぜ。シド、聞いてください。適正試験の時の魔物トートエイビスをついに一人で倒したんです。すごいじゃないかエンバー。よくやったな。ありがとうございます。これでやっと試験に合格できた気分ですよ。よし、お守りの完成だ。どうよエンバー。すごく綺麗ですね。銀チョコボの羽飾りも骨で作った彫り物も。へへ、だろ。早速
エッタさんに渡しに行かねえと。ああ、行ってこい。何言ってんだ。お前も来てくれよ。ほら、さっさと行くぞ。クライブさん。エッダ、体調はどうだ？ええ、おかげさまで。あら、お二人ともお揃いでどうしたんです？エッタさんに渡したいものがあってよ。何でしょう？まあ、綺麗。ダブさん、これは？俺の故郷に伝わるお守りさ。隠れ家の仲間たちと作ったんだ。北部では無事に赤ん坊が生まれてくるよう、そいつに願いを込める。今はこの隠れ家のみんながあんたとお腹の子の家族だからさ。もらってくれると嬉しい。本当にありがとうございます。きっと元気な子を産みますね。体を大事にな。なあ、クライブ、これから一杯付き合わないか？ああ、いいだろう。おい、飲みすぎだ。いいだろう、今日くらいは。ガキが生まれるんだぜ。別にお前の子じゃないだろう。このご時世に奇跡みてえなもんさ。無事に生まれてくれるだけでよ。俺の袋は死の間際に女の子を産んだんだ。息をしてなかったけど、俺はその子の兄貴になることをずっと楽しみにしててな。こんな身でも可愛い妹ができれば一人前になれると思ってたんだろう。だから家族を一度に失ったあの日、悲しみと同時にふと思っちまった。ああ、俺は立派な兄貴になれないんだ。家族を殺されたったのにそんなことを。まったくひでえやつだよ。俺には人の上に立つ度量も力もない。結局他の誰かにすがらなきゃ何にもできねえんだ。シドやお前に比べりゃ俺はただの役立たず。絡み酒か？なぜお前に調査を任せると思う？ああ？単独で動けるやつだからさ。調査任務は危険だ。起点、度胸、判断力、どれも欠ければ死につながる。俺はまだ生きてるぞ。ああ、その通り。お前だから全ての任務をこなして無事に戻ってこられる。それにもう忘れたのか？少し前ロザリス城で俺たちの窮地を救ったのは誰だ？そりゃ俺だ。役に立ってるよ。
十分に。ありがとうよ、兄弟。何かあったらみんなを頼むぞ。そいつはごめんだ。自分で何とかしろい。はあ飲みすぎたな。自覚があって何よりだ。くっそ、涼しい顔しやがって。さて、酔いを覚まして仕事に戻らねえと。クライブ。なんだ？ありがとうよ。ああ。気になるな。裏デッキに行ってみよう。トルガル、カローが心配してたぞ。何を見ているんだ？そういえばこの足の飾りはいつから？シドがつけたんだよ。初めて隠れ家に連れ帰った時にね。シドが？この子が来たばかりの頃は自分の前足を噛む癖があったんだ。見かねたシドがそいつを無理やりはめたのさ。トルガル、どうして？語り部によれば、魔狼ってのは一度主を定めるとそばを離れたがらないものらしい。あんたと離れてしまったことに心が耐えきれなかったのかもしれないよ。外してほしけりゃてめえで探し物を見つけてみろってよくシドがトルガルをからかってたもんだけど、まさか本当に見つけてくるとはね。そうだったのか。すまなかったな、トルガル。よし、そいつを外してやろう。おや、存外気に入ってるみたいだ。そうか。これはお前にとってシドの形見でもあるんだな。なんだ、外へ行きたいのか？やっぱりどこかに行きたがってたんだね。私の思った通りさ。俺なんかよりずっとトルガルを分かってる。そりゃそうだろう。この隠れ家で一番面倒を見てるのは私なんだから。カロン、ありがとう。いつもトルガルを気にかけてくれて。この子はおしゃべりじゃないから気が楽なだけだ。ほら、さっさと言ってやんな。たまにはトルガルに付き合ってやるとするか。それでトルガル、どこへ行きたいんだ？困ったな。それじゃわからないよ。トルガルの行きたいところ。
お前が裏デッキで見てたのはロザリアの方角だったな。そうだ、久しぶりにあそこへ行ってみるか。俺たちの秘密の場所、ロザリス城が見えるあの離れ小島に。よし、決まりだ。ならまずはポートイゾルデに向かおう。近くの桟橋で船を借りなければ。さて、この小舟を借りるとしよう。トルガル、島に渡るぞ。昔は抱えて乗れたが、今のお前じゃ船がひっくり返りそうだな。冗談だよ。僕たちはここで待ってるよ。トルガルとゆっくりしてきて。ああ、少し待っていてくれ。行こう、トルガル。あの頃のままか。秘密の場所があるのは島の中央だ。それ。この道をお前とよく競争したな。鳥の巣か。ここは俺たちの秘密の場所だったな。ここにいる間だけは解放されたよ。立場、力、責任、ただの子供でいられた。あんな姿を見せていたのはお前だけだ。トルガル、もしかして城からフェニックスゲートも。これをお前だけで。それは俺の。まさかずっと探してくれてたのか、俺を。ありがとう、トルガル。クライブ・ロズフィールドを忘れずにいてくれて。こいつは持っていこう。思い出を忘れないように。この先からロザリス城が見えたはず。そうだな。あの丘に寄って帰ろう。
この先だ。トルガル、お前は俺たちの思い出を守ってくれてた。だから今度は俺がお前の、いやみんなのこれからを守る番だ。さあ帰ろう、俺たちの家に。待たせたな。行くとしよう。ジョシュアの言う通りだな。相談してみるか。手紙を読んだよ、ジョシュア。そのことで相談に来た。確かにここしばらくジルは気を張っているように見える。そうなんだ。心配なくらいにね。一息つかせてやれればいいんだが。でも彼女にそう言ったところですぐにはぐらかしちゃうだろ。だから多少強引にでも息抜きをさせた方がいいんじゃないかと思ってさ。何かいい案があればいいけど。息抜きか。そういえば子供の頃ジルを元気づけようとして外に連れ出したことがあった。あの時は彼女に綺麗な花を見せたくてマヌエの丘に行こうとしたんだ。父上の領内視察に同行した時だね。初めてみんなで遠征した日だったから覚えてるよ。雪月花を見に行ったんだっけ。二人がいなくなって結構な騒ぎになったんだ。ちょうど花が咲く時期だったからな。結局あの日は季節外れの嵐でそれどころじゃなかったが、後でマードック将軍にこっぴどく叱られて、俺にとっては苦い思い出さ。ねえ兄さん、もう一度挑戦するのはどう？ジルも喜ぶんじゃないかな。なるほど、いい考えかもしれない。だが今のロザリア南部は荒れてるからね。変わらずに雪月花が咲いているかどうか。ジルを連れて行く前に一度様子を見てくるか。なら僕も一緒に行くよ。支度したらすぐにでも出よう。ここで間違いないはずだが。残念だけど全部枯れてるみたいだ。北が黒の一帯に沈んでからというもの、この辺りも随分と様変わりした。兄さん、他を探そう。ここの雪月花がダメでもまだ咲いているところがあるかもしれない。ああ、そうだな。植物園の連中なら知ってそうだ。隠れ家に戻って話を聞いてみるか。それがいい。僕も心当たりを調べてみるよ。わかった。それじゃあ一旦引き上げよう。シド、何かご用ですか？雪月花という花のことで聞きたいことがあってな。ロザリア南部以外にあの花が咲いていそうな場所を知らないか？
雪月花というと比較的風の強いところに生息する花ですね。ザンブレクのマクルデュロア丘陵であればもしかしたら咲いているかもしれません。あの辺りはロザリア南部に植生が似ていますし、海沿いは黒の一帯の影響も少ないですから。ありがとう。探してみるよ。兄さん、何か分かったのかい？ああ、マクルデュロア丘陵に咲いているかもしれないと。確かあそこはノースリーチを抜けた先。ヨーテの記録とも合致するよ。彼女は旅の記録をつけていたからね。見覚えがないか聞いてみたんだ。そうしたらノースリーチ近くの海沿いで雪月花らしき花を見かけたと。よし、早速行ってみよう。雪月花が咲いているとすればこの辺りと思うが、ヨーテが見た海沿いを当たってみよう。兄さん、ああ、間違いない。だがまずはこいつらを片付ける。トルガン、どうした？今度はこいつか。調子は？ああ、行くよ兄さん。よし、やっと片付いたな。見ろ、雪月花だ。やっとジルに見せてあげられるね。そうだな。ジルを迎えに隠れ家に戻ろう。さてと、僕の仕事はここまで。あとは兄さんに任せるよ。今日は嵐もない。今度こそゆっくりと花を見られるはずさ。ジル、ちょっといいか。君に見せたいものがあるんだ。構わないけど、急にどうしたの？たまには俺らしくないことをするのもいいかと思ってな。案内するよ。ついてきてくれ。雪月花がこんなに。見せたいものってこれだったのね。クライブ、ありがとう。近頃気を張っていただろう。息抜きにでもなればと思ってな。ジョシュアも気にしていた。ジル、マヌエの丘のことを覚えてるか？ええ、もちろん。あの頃いつも泣いていた私を見てクライブが言ってくれたの。泣かないで花を見に行こうって。嵐にあって花は見られなかったけど連れ出してくれたことが本当に嬉しかった。泣いてる君に気ばかり焦ってたよ。雪月花が咲くところを見て元気になってほしかったんだ。私がロザリアにやってきてからも北部が揉めているって噂は耳にしていた。対抗派につくか貴族派につくか、私をどちらに嫁がせるのが得なのかって。自分がいさかいの原因だってことくらい幼い私でも分かったわ。それ以上に私自身のことは誰も見ていない。そう気づいたら悲しくて苦しくて逃げ出したかった。ジル。でもあの日あなたが来てくれた。あなただけは私を見て嵐の中でも手を引いてくれた。
それだけで私は十分すぎるほど救われたの。それにあのね、クライブ。あの日の思い出には続きがあるのよ。続き？どんな？次の日の朝、嵐の夜を越えて花が咲いた。まっすぐ上にお日様に向かって。その時分かったの。私が下を向かずにいられるのはあなたがそばにいるからだって。私はあなたのことが好きなんだって、クライブ。いつもそばにいてくれてありがとう。全て片付いたら何がしたい、ジル？そうね。旅をしましょう。バリスゼアの外に出て、広い世界で自分にできることを一つ一つ確かめていく。そんな生き方を私はしてみたい。ああ、きっとできるさ。そのために俺たちは戦うんだ。私にできることなんてこんなものだけど。俺には真似できないよ。ありがとう、クライブ。ここへ来てよかった。本当に大好きよ、クライブ。私の宝物。名残惜しいけど、そろそろ戻らなきゃ。そうだな。俺たちにはまだやるべきことが残ってる。ええ。行きましょう、クライブ。兄さん。どうしたんだ、ジョシア。神妙な顔をして。実はシリルから知らせがあってね。父上の遺言書が見つかったそうなんだ。そんなものをどこで？ロザリス城だよ。ここ最近賊領総督府が弱体化したのを機に、不死鳥教団は改めて城内を調査していた。そして
地下墓地に隠されていた遺言書を発見したと。地下墓地。フーゴと戦ったあの場所か。このことで僕たちに伝えたいことがあるみたいだ。兄さん、シリルに話を聞きに行かないかい？ああ、そうしよう。父上の遺言なら放っておくわけにもいかない。ありがとう、兄さん。それじゃあ支度ができ次第タボールへ行こう。ジョシュア様、そして閣下、ご足労いただきありがとうございます。早速だけどシリル、父上の遺言書というのは？はい、こちらに。閣下、どうかご確認を。父上。遺言書の真偽を確かめるため改めさせていただきました。お二人への文書、許可なく閲覧したことをお許しください。構わない。どうやら亡くなる直前に書かれたようだな。この計画とは何だい？エルウィン様は国政の変革に尽力しておられたと先代の幽筆から伺っております。その最たるものがベアラーの処遇改善、過重労働の軽減、石化症状の治療、魔法を使わぬ設備の考案、いずれも黒の一帯が広がる中でロザリア公国が生き延びるための施策でもありました。だけどそれをなすにはベアラーへの意識から変えなければならない。確かに一代ではやりきれないほどの計画だ。お二人にお伝えしたいことというのは文末に記された遺産について。この遺産とは対抗派貴族の血命ジョシュア様が即位された後、エルウィン様の中圧き心をお二人の後ろ盾にと。だが彼らはもう。ええ、アナベラの指示のもとそのほとんどが何らかの罪を着せられ処刑の浮き目に。ですがもう一つ、それが父から子への贈り物。父上からの？詳しくは当時の宝物管理人に聞くと良いでしょう。現在この町に滞在してもらっています。先代の幽筆より私が引き継いだ任務は遺言書の回収と客人をお招きすることだけですので。その人はどこに？教団の有する館でお待ちです。ありがとうシリル。行ってみよう兄さん。ほら。クライブ様、ジョシュア様、こんなにも立派に成長なされて。ロザリアの神ゴディサがフェニックスとそのナイトに拝謁いたします。こたびは主上太后エルウィン殿下より預かりし宝物をお渡ししたく参った次第。ゴディサ卿、顔をお上げください。父の品をお守りいただいたことに心よりの感謝を。愚臣には
もったいないお言葉。教えてください。父から私たちへの贈り物とは一体？成人の証として父から子へ送信具を贈るというロズフィールド太閤家の伝統をご存知でしょうか？ええ、父上から聞いたことが。主上はその送信具として2人のご子息に揃いの腕輪を贈るおつもりだったのです。ですがそれが叶うことはありませんでした。腕輪の中核たる浜の秘跡をあしらう前に主上は皇居なされたからです。それゆえここに持参した腕輪も不完全なまま。そうだったのですね。クライブ様、ジョシュア様、この腕輪をお渡しする前に私のわがままをお聞き願えませんか？主上はお二人の成長されたお姿をさぞかし見たかったことでしょう。だからこそこの腕輪が不完全なのが未練であると思うのです。できることなら浜の秘跡を手に入れ、この腕輪を主上の思いを全き形にしていただきたく。ゴディサ教。兄さん。ああ、わかりました。やってみましょう。ああ、ご厚情に感謝を。ではゴディサ教、浜の秘跡とは何なのですか？それはとある魔物の体内にて長い年月をかけて生み出される真紅の宝玉でございます。宝玉をなす魔物の名はシムルグ。キャツは各地を転々としながらも今はこの近くタイタンの通り道に住み着いている様子。なぜあなたがそんなことまで？主上は常々おっしゃっていました。お二人へ贈る腕輪には浜の秘跡が不可欠であると。私はその思いを全き形にするためシムルグを追い続けてきた。キャツが人里近くに住み着くのは稀なこと。まさにかつてない好機なのです。ジョシュア、早速向かうぞ。ああ、行こう。こいつか。やるぞジョシュア。これが浜の秘跡。ゴディサ教に届けよう。クライブ様、ジョシュア様、無事のお戻り何よりでございます。浜の秘跡を手に入れてきた。確認していただけますか？この炎の輝き内に秘めた澄み切った秘跡。ええ、こちらで間違いありません。感謝いたします、クライブ様、ジョシュア様。これで主上の思いも。ゴディサ教、町の宝石職人の支度ができたようです。ありがとうございます、シリル殿。それでは早速細工に取り掛かっていただきます。お二人とも少々お待ちくださいませ。腕輪の細工が終わりました。お二人ともどうかお受け取りください。浜の秘跡はその高度から決して砕けぬ強き心の象徴とされております。そして秘跡のそばに彫られたつる草の文様は決して立てぬ強き絆の証なのです。ロズフィールド太閤家に生まれたる者、成人すると祭りごとに身を投じることになる。その時自分を見失わぬよう強き心を持つこと。僕たち兄弟フェニックスとそのナイトの強き絆で苦難を乗り越えていくこと。ええ、それこそが魔窟のごとき宮廷で最大の武器となると主上はご存知でしたから。これがお二人に宛てた主上の思い、同時に祈りでもあります。ありがとうゴディサ教。父上からの贈り物、
確かに受け取りました。ゴディサ教、あなたは一体何者なのですか？父上の亡き後、太閤家の宝物は全て母上が手にしたと聞いています。この腕輪も不完全だったとはいえ、類まれな価値のある品。なぜこの腕輪を守ることができたのです？私はただ宝物庫の管理を任されただけのもの。かような私ごときに主上はお話ししてくださいました。腕輪に込めた主上の思い、お二人への深い愛情を。18年前、私は宝物庫の品々が他国へ持ち出されていると気づき、太閤妃とザンブレクの企みを知ってしまいました。しかしその直後にあの事件が起きてしまい、混乱の中城を抜け出す時に主上からお預かりした品だけはと腕輪を持ち出したのです。そんなことが。よくご無事で。流れ着いた地で不完全な腕輪に主上の無念を見た私は、いつしか浜の秘跡を追い求めるようになりました。そんな折、私の前にシリル殿が現れたのです。そしてお二人がご健在であられることや、主上の遺言書が見つかったことを知りました。父とロザリアの民に代わり、ゴディサ教に改めて敬意と感謝を。感謝を。はあ、なんとご立派な。今全てが分かりました。私の生涯はこの日のためにあったのだと。ジョシュア様、そして閣下、エルウィン様のご遺産を無事に手にされたようで何よりです。シリルのおかげさ。ロザリアのホーククライ断崖、そこに不死鳥教団が建てたエルウィン様の慰霊碑があります。腕輪のご報告も兼ねてそちらに向かわれるのはいかがでしょう。そうだね、いい考えだ。兄さん、これから父上に会いに行かないかい？ああ、そうしよう。最後の戦いの前に報告もしておきたかったからな。慰霊碑にはエルウィン様が愛用されていた兜が祀ってあります。長年教団で保管していたものですが、エルウィン様の遺産を受け継がれた今、あの兜もまたお二人が手にされるのが望ましい。戦いに出向くお二人に我々からの贈り物としてどうかお持ちください。ありがとう、シリル。それじゃあ兄さん、出発しよう。力を頼むぞ。父上の思い、強き心と強き絆か。騙し、利用し、陥れる。政はまさにマクスと言っていい。貴族派の主会であったおじい様が娘である母上に処刑されたこと、この腕輪は確かに父上の祈りなのかもしれない。この奥だよ。父
父上は志のために戦っていた。そのことを知ったのはフェニックスゲートでの事件の後。ただ守ってもらうばかりで僕は何も知らず何もできなかった。どんな運命にも嘆くことなく意志を持って常に戦い続ける。父上は憧れであり誇りだ。そして俺もそうありたいと思っている。僕もそうありたい。だから最後まで戦い抜く。この身に持てる力の全てで。ああ、俺たちは戦い続ける。運命にも神にも抗い、人の世界を切り開くまで。この兜をお借りします、父上。近くで見守ってください。僕たちの決意が揺るがないように。行ってきます。さあ行こうか。俺たちのやるべきことをやろう。僕も一緒に行くよ、兄さん。